いい気分。マイク貸して。酔った姑は、私の友人のスピーチ中に、彼女からマイクを奪い取って、突然スピーチを始めた。姑は泥酔し、親戚たちとどんちゃん騒ぎ。挙句、姑は私をせせら笑うようなスピーチをかました。私が何をしたと言うんだろう。なぜここまでされなきゃいけないのか。思わず声を上げて泣きそうになったとき、姪のとある一言で会場の空気が大きく変わったのだった。私の名前はミオ。食べ放題が好きな夫に付き合っていたらすっかり太ってしまった48歳だ。しかも、夫の方は少し運動したらみるみる痩せていくのである。いいだろう。これでまた食べれるぜ。なんて言われたときは悔しさから夫の夕食を1週間ラードに変えてやろうかと思ったくらいだ。夫のことは好きだけど、今は夫の体質が憎い。綺麗に痩せて惚れ直させてやる、と思いつつ、今日も美味しいご飯をいただいている、とほほ。そんな一つ年下の夫、ケンと結婚したのは今から5年前。お互いに気が合うおかげで、交際から結婚まではトントン拍子に話が進んだが、そこから先が大変だった。結婚の挨拶の際、姑は、どうして子供も産めないような年上の嫁なの？と私を嫌がった。姑、若い嫁が欲しかったなぁ。などと、心底残念そうな顔でため息をついた。失礼な人たちだ。というのが第一印象である。夫曰く、自分の実家は、例えるなら、真靴だという。姑は夫の連れてくる女性にいつも厳しくて、以前連れてきた恋人も追い返されて、結婚にこぎつけられなかったという。姑は女好き。過去に何度か浮気を繰り返しており、姑に興味は一切ない。おかげで夫婦仲も悪いそうだ。若い嫁が良かったというのも、姑には担えない家庭内の目の保養を求めているのだろう。散々反対され、夫は、もう許可なく結婚しよう。と言ったが、そういうわけにもいかないだろう。と思い、私は何度も義実家に足を運んで結婚を許可してもらった。夫のことが好きだからだ。その家族と仲良くしたいと思うのは当然だろう。ましてや、反対された状態で結婚したいとは思わない。こうして、晴れて結婚を認めてもらい、入籍を果たしたある日、姑がこんなことを言った。私ね、大舅にずっといびられてて悔しかったの。だから息子に嫁ができたら、私がいびろうって決めてたのよ。屈託のない笑顔で話す姑の姿を前にして、思わずゾッとした。要するに、私と夫の年齢差なんてどうでもよかったのだ。とにかく、何かしらいびりたかったのである。きっと、前の夫の恋人たちも、何の日もなくいびられていたに違いない。ならば、適度な距離感を保って、できるだけ関わらないようにしておこうと心がけていたのだが、結婚式場を探すようになった頃、姑から横やりが入った。結婚式には自分たち親の意見も取り入れろ。というのだ。私たちの式だし、義父母がお金を出すわけでもないのに、なんでそこまでしなきゃいけないの？と思ったのは言うまでもない。しかし、すでに結婚した友人たちにいろいろ話を聞いてみると、うちもそういうことを言われて、義理の両親の意見を取り入れたよ。という意見が多かった。なんだかんだ言っても夫の親。ある程度尊重はするべきだろうという考えかららしい。もやもやはするが、まあ一理あるか、と理解はできる。夫は、無視でいいよ。と言うが、義両親にとっては一人息子の晴れ舞台だ。そういうわけにもいかないだろう。とりあえず意見を取り入れるかは別として、義両親の話にも耳を傾けてみることにした。だが、その考えをすぐに後悔することになった。
私たちが考えていた式場は高すぎるから嫌だと、姑の友人が経営しているという式場を提案された。古い上に、口コミサイトでも、信仰が違ったとか、名前を間違えられたと書いてあるようなところだ。もちろん夫が却下してくれたが、今度は、花嫁の方の衣装は安くしなさいよ、などと言い出した。自分が結婚した時のお古を使えば安く済むだろう。無駄なお金を使うな、と。誰がそんなクモの巣の張ったような年季をたっぷり重ねたものを着るかと思ったし、姑の魂胆は、花嫁がメインになる式を見たくないだけ、と分かっていたので断固拒否した。他にもあれこれ言ってきたが、受け入れたらどんな式になるか分かったもんじゃない、無茶な提案のオンパレードだったので、結局のところほとんどの希望を断ったのだが、今にして思えば、これが姑の意地悪魂に火をつけたのかもしれない。ギリギリまで、旅行に行きたいから海外で挙式しろだの、言うことを聞かないなら参列しないだの言う姑に辟易しながらも、なんとか夫婦で乗り越え、迎えた結婚式当日。姑が喪服姿で現れた。フォーマルな黒いスーツなどではなく、がっつり着物だ。喪服にしか見えない。この結婚式を認めていないという圧を感じる。2週間前に、お前たちの式なんか行かないからと言っていたので、なら参列していただかなくて結構です。と言ったのが勘に触ったのだろうか。控え室にも現れず、気がついたら親族の席についていたので、今更追い出すことも、会場の雰囲気的に難しい。しかし誰が見ても、嫁と姑が不仲なんだな、と思う光景だ。私の方の友人や親戚たちは皆困ったような表情を浮かべていた。式のプログラムが進むにつれて、徐々に新郎側の親戚たちの様子がおかしくなってきた。酒を飲みすぎて完全に泥酔しており、夫の友人が作ってくれたムービーにヤジを飛ばす始末だ。もちろんその親戚はスタッフに頼んでつまみ出してもらったのだが、姑さえも泥酔しており、親戚が作った酒だという持ち込みの酒瓶をペンライトのごとく振り回している。挙句の果てに、店員さん、生一丁追加と叫ぶありさまだ。ここは居酒屋ではないのだが、気持ちが悪いと言ってスタッフに両脇を抱えられて途中退席する人も出てきた。スタッフの気遣いのおかげでなんとか式は進行できているが、私の方の招待客は皆ドン引きしている。無理もない。この地獄絵図では。恥ずかしすぎて私も夫も式の間ほとんどうつむいて過ごした。最悪だ。そして私の友人が友人代表のスピーチをしていた際に事件は起きた。突然、ほろ酔いの姑が、いい気分、マイク貸してと、スピーチ中の友人からマイクを奪い取ったのだ。じゃあ、新郎の母が話をしますと話し始める姑。予想外の展開に私も夫も呆然とした。酔っているとはいえ、姑の動きがあまりに自然だったので、スタッフさえ、待って、こんな進行だっけと、プログラムを確認しに行っていた。ミオさんのことです。彼女は小さい頃から努力家だったそうです。変なことを言うかと思ったら予想外のコメントだ。悪い内容ではないなら変につまみ出してこれ以上空気を悪くしたくない。もともとこういうスピーチをやる予定だったと言わんばかりにしておくのもありか？スタッフも夫も姑を止めるか聞いてくれたが腹をくくって様子を見ることにした。幼い頃にお父様を亡くし、後にお母様も亡くされ、10歳年上のお姉様が彼女をご両親の代わりに育ててきました。そのお姉様も少し前に持病で他界されたそうで、私の息子には想像もつかないような苦労をたくさん経験してきた素晴らしい女性です。
姑の話はしばらく聞いてみても悪いものではなかった。両親が他界したこと、それから苦労はしたけど、周囲や姉のサポートがあって大学まで進学できたこと。おめでたい場には似つかわしくない重い話だが、確かに私はそういう人生を送ってきており、嘘はない。きちんと私のこれまでを認めてくれているし、うちの親戚たちはやや涙をにじませるくらいいい内容だ。姑にもいいところがあったんだなぁ、と思っていると、スピーチを始めて30分ほど経った頃、姑がこう言った。でも、ご両親が亡くなってるのも、お姉様が若くして持病で亡くなられたのも、あの子が疫病神だからだと思いません？結婚の挨拶の時、この話を聞いて、本当にびっくりしちゃいました。きっと苦労してるあたち、かわいそうでしょ？っていう、かまってちゃんなんですよ、あの子。苦労自慢したいっていうのかな？空気が読めない子だから、そんな話に私たちが興味ないって知らないんでしょうね。ケラケラ笑う姑の言葉に、私だけでなく、その場の誰もが呆然としていた。私の過去の話に皆が引き込まれていただけに、姑の手のひら返しによる衝撃が大きかったのだと思う。姑がやったことは結局、私の辛い過去を皆の前で赤裸々に話し、嘲笑しただけだ。結婚の挨拶の時に家のことを話したのは、両親がいないことを隠すわけにいかなかったからだし、決して不幸自慢のつもりはない。できることなら、私だって生きている家族に会いたいと今でも思っている。それなのに、不幸自慢なんてするわけがないじゃないか。せっかくの花嫁メイクが崩れることは分かっていたけれど、我慢できず、私は涙をこぼした。その時、静まり返る会場内で高らかに響いたのは、高校2年生になる姉の娘、エリの声だった。自分のスピーチが受けたと思ったらしい姑は、お喜びいただけたようで何よりです。などと上機嫌に言っている。するとメイが、いや、違う。と立ち上がった。みお姉ちゃんのことを不幸自慢とか言ってるけどさ、おばさんこそ人の不幸を長々語って何がしたいわけ？見てよこのしらけ切った空気。誰がおばさんよ。私は新郎の母親よ。常識知らずな小娘ね。憤慨する姑を見て、メイが再び、ははっと鼻で笑った。どっちが常識知らずなの？結婚式に喪服なんか着てきた挙句、新婦のこと笑い物にしようとしてさ。まあ誰も笑ってないから、おばさんが一人で空回りして滑っただけだけど、常識知らずどころか、空気を読むってことも知らないで、よく偉そうにマイク持ってガタガタ言えるね。恥ずかしくないわけ？小娘でもこの状況が恥ずかしいってことくらいわかるんだけど。まあ、お年を召してますし、いろいろと退化してらっしゃるんですかね。そう言って、やれやれと、両手を上げて肩をすくめるメイに、姑の顔は真っ赤になった。まあ、ありえないわ。ちょっとどうなってるのみおさん。メイゴさんは年上に対する口の利き方すら知らないの？そう言って、ギロッと私を睨む姑。お言葉ですが、今のはメイが正しいと思います。そもそもお母さんのスピーチなんてプログラムに組んでませんし、盛り上がる話をしてくださるならまだしも、せっかくの私の友人のスピーチを邪魔してまで、つまらない話をしないでもらえますか？不愉快です。そうだよ母さん。みんなの前でミオをいびりたいんだかなんだか知らないけど、みんながドン引きしてるの気づかないのか？今の母さんは、いびってるっていうより、エリちゃんの言う通り、つまんない常識知らずの人になってるぞ。私たち夫婦の言葉に、姑は、まだ赤くなるの？と突っ込みたくなるくらい、さらに顔を赤くして、ゆでだこのようになった。ありえない！年長者を、親を何だと思ってるのあんたたち！
こんなところで恥をかかせるなんて。自分から恥をかくような行動をとって自滅しただけだと思います。間髪を入れず突っ込みを入れるメイ。泥酔している義実家側はともかく、私の方のゲストはクスクス笑い始めていた。そうだ。年長者だと思って立ててたからみんなが言えなかったことを言うね、おばさん。そう言って、突然無邪気にニコニコ笑いかけてくるメイに、思わず毒気を抜かれてきょとんとする姑。その着物、左前になってるよ。え？メイの指摘に、場内がわっと笑いで湧いた。皆、姑が喪服の着物を左前にして着ていることに気づいていたようだ。義実家側の誰かが気づいて教えてやればいいものの、あちらのゲストは男性が多い。おまけに、姑の着物になど誰も興味がなかったのだろう。誰一人指摘をしなかったようだ。わざわざ結婚式に喪服を着てきた上に左前にしちゃうなんて、もうあの世に行く準備？さすが年長者は準備がいいね。でも、それはちょっと気が早すぎるんじゃない？おばさんみたいな人ほど長生きするよね。うふふっと笑うめいに対し、姑は今度こそ恥ずかしいと自覚したようで、必死に胸元のあたりを手で覆い隠していた。それを見た姑が、なんだ母さん、もうあの世に行くんかと、姑を指さして笑う。私や夫、おそらく招待客も皆姑が怒りをあらわにしたことに気づいただろうが、姑は、そして義実家側の誰もそのことには気づかない。じゃあ私は新しい嫁さんを探すかなと笑う姑。すると義実家側の親戚が、ホステスのおみおちゃんがおるじゃないかと言い出し、姑も、そうだったそうだったと答えて皆で大盛り上がりだ。もはや姑の存在など忘れている。あなたまで、本当にありえない。こんな場所で私に恥をかかせて楽しいの？そう言って、姑がブチ切れたと思ったのもつかの間。姑は途中のテーブルで酒瓶を取ってつかつかと姑のもとへ向かった。もう許さないと酒瓶を掲げる姑に青ざめる姑。誰もが、やばい。このままじゃ警察が来るような事態になるのでは、と思った瞬間、姪が走ってきて、姑と舅に思いっきりテーブルにあった酒をぶっかけた。これで頭冷やしな。人の結婚式でまだ暴れる気か？スタッフさん、この人たちつまみ出して。次から次へと起こる異常な光景に皆呆然としていたが、姪の言葉で我に返り、スタッフも慌てて姑たちを取り押さえる。スタッフが、ご両親を退出させてもよいかと尋ねてきたので、私も夫も笑顔でお願いしますと答えた。こうして波乱の結婚式はドタバタの中終了したのだが、後日、私たちは他界した姉の夫と共に義両親のもとへ向かった。義兄が来てくれたのは、姪があの場に思い切り関わってしまったことと、私の親代わりだった姉がいないからだ。義兄もまた、私の式が台無しになったことをとても憤慨しており、義両親に対し、何が何でも結婚式の費用を払わせると考えていた。最初は義両親も、酔っていたからとか、お金で解決しようというのは良くない、などと言って支払いを渋っていたが、元ボクサーで、今も筋肉隆々の義兄が、軽く姑の胸ぐらを掴んだら、あっさり姑が、はい、お支払いしますと答えた。よほど怖かったのだろうな。その日のうちに結婚式費用を全額キャッシュで支払ってもらい、それと同時に夫は絶縁宣言を出した。夫は、もっと早くこうしておくべきだった。と私にも頭を下げたが、夫を責める気にはなれない。あのスピーチに対し、一瞬でも、もしかしていい話をしてくれるのか、と期待して油断したのは私も悪かったしね。
こういう苦難も乗り越えていい夫婦になっていこうと思った。その後、義両親は昨年、姑の方が車椅子生活になったらしく、姑から介護を手伝ってほしいと連絡が来たが、夫はそれを無視した。どうやら姑もリウマチで手がやや不自由になっているらしい。それで困り果てて夫を頼ったようだが、もう親じゃないから、というのが夫の言い分だ。久しぶりに先日、義実家のあたりを通ったら、更地になっていたので、もしかしたら二人で施設に入った。いや、二人も入るようなお金はないだろうな。ひょっとしたら、車椅子の姑は施設に入れてもらえても、姑は公園あたりで暮らしているかもしれない。そういえばこの間、公園で似たような後ろ姿を見た気がするし、まあもう他人なので知ったこっちゃないが、二度と会うこともないだろう。一方、私たちは相変わらずのんびりと暮らしている。あれから2年後、返してもらった結婚式費用に自分たちでお金を足して、海外のチャペルで挙式と、ついでに遅ればせながら新婚旅行をした。結婚式のやり直しだ。義家族側は一切人を呼んでいないが、私の方の声をかけたら皆来てくれてとてもいい式になった。メイからも、あんなひどい式で終わりになるのは悲しいと思ってたからよかった。と言って、バイト代で稼いだという多めのご祝儀と私たち夫婦の似顔絵をもらった。美大に通っているだけあってさすがに上手だ。多めのご祝儀ももらいすぎて申し訳ないと思ったのだが、おばさんってより、私はみおちゃんのことを実のお姉ちゃんみたいに思ってるから、その気持ち、受け取って。と言われた。可愛いことを言ってくれるじゃないか。メイがいつか結婚するときは、倍返し、いや、3倍、4倍返しで家具でも送ってあげようかな。前より2歳も年を重ねてから着るドレスはかなり恥ずかしかったけど、夫が、前に着た時よりずっと綺麗だよ。と言ってくれたのが嬉しかった。ブライダルエステは受けたけど、シワも増えたし、絶対変わってないってことはないんだけどな。優しい夫だ。ただ、式が終わった途端、気が緩んで、夫の趣味である食べ放題を夫婦で楽しむようになり、今年で48歳を迎えた私はいつの間にやらみるみる超えてしまった。さすがに夫も、変わったね。前の君に戻ろうか。と、なんて茶化してくる。うるさい。あなただって後頭部薄くなったでしょ？と言い返すのが私たちなりのじゃれ合いだ。これからもずーっとお互いに乗りツッコミするような夫婦であり、友達みたいな関係を目指したい。晩婚だったし、長く夫と生きていくためにも。痩せよっと。健康は大事だからね。さてと、今日も夫と一緒にウォーキングに行ってきます。Don't get too excited. Shito shouted and swept the coffee away with the plate. The coffee ended up on my feet. Ah, you're a stupid wife with no brains or looks, a pair. Why is she at Tiffany's? Not only did she take Hiko from me, she also flirted with my husband, it's no joke. Shoot, who has been bullying me, has finally shown his fangs to me. It seems that he is getting even more jealous because I don't resist him. But Mom, it seems that this will be the first and last time you will ever say something like that to me. I'm Nami, 29 years old. I've been married to my husband, Hiko, who is 2 years older than me, for almost 2 years. We live happily together in a rented apartment in downtown Tokyo. We don't have any children yet. My mother-in-law, Hisako's house is a 7-minute walk away, and I can see her face if I walk a little further.
I don't want anyone other than my son to call me mom. She's the kind of person I am, so I call her Hisako. I work from home as an assistant to a manga artist. So I'm at home almost every day. A friend I was close with in college at Manchuria Construction was going to make his debut with a webcomic, and I was asked to help him. My friend's pen name is 10% Underground and he writes dark fantasy. When people ask me what dark fantasy is, I explain that it's a genre where all sorts of scary monsters appear and wizards and fairies travel together. It's a bit arbitrary considering that I'm involved in work, but it's not that far off. Nowadays, I'm grateful that I can be an assistant to manga artists at home. It was good to work on the spot and share ideas, but this is the era. I'm often told that I'm a bit of a natural. In fact, I'm a little aware of that. I'm the type of person who opens the rice cooker when trying to put curry in the refrigerator. When I was newly married, I often forgot to cook rice, so my husband started setting it to cook rice on a timer. When I was making a fuss about missing the TV remote, he found it in the refrigerator, put the contents of the shampoo and conditioner refill bottles in the wrong place, and when I was trying to sew a button that was about to come off, I even sewed it into the fabric on the back. Well, that happens a lot, so sometimes I'm disappointed in myself. But my husband sees me like that and laughs, saying that Nami is so funny and never gets bored. I'm really grateful that he forgives my mistakes, or rather, he accepts them so well. There are women in the world who say that they're so natural, but they're mostly just being cunning. Compared to them, Nami is a real natural. Are you praising me? Well, I don't take it badly. My husband is a cheerful and kind person and works as a magazine editor. I'll be honest. The manga artist I'm helping out is the editor in charge of Ichi's basement. When I was going to his workplace to help out, we would occasionally meet. I was helping out with the manga and also in charge of my friend Ichi's meals, so I happened to ask the editor if he would like to join me, and he really liked my food. More than a year has passed since then, and I'll say it clearly here, but he said that he wants to eat the food you make with me forever, so thank you. When I thanked him, saying that I'm so happy that he likes my food so much, he sighed really hard and said, this is what I'm proposing to you, and I was really surprised. According to my husband, he had been approaching me for almost a year, but I hadn't noticed at all. But he didn't seem to be ignoring him, so he kept approaching me. I'm not a very confident person, and I often get told that I don't have an impressive face, so I thought that my face and personality were vague. I never imagined that a man would be interested in me. My friend, the manga artist Chika no Ichi, decided to switch to digital drawing, and I started working as his assistant from home, and at that point, Tahiko and I got married. Until we got married, my husband lived with his mother, and apparently his parents divorced 5 years ago. Kazu congratulated me, but also threatened me a little. Isn't it dangerous to have one mother and one son? You might get married off. I didn't really care. After all, she's a natural wife. It seems that I've been insensitive to people's malice since I was a child. I often don't notice when people dislike me or are mean to me. Kazu told me that when I was a student. That person is always mean to me just because Nami is smiling. Just get angry sometimes. Is that so? I often had that kind of thing. I was very insensitive to my husband's approaches, but after he proposed to me, I suddenly became aware of him.
I always thought he was a bright, kind, and wonderful person, but I thought he had nothing to do with me. Yes, I fell in love with my husband after he proposed to me. Ichi told me this. It's too late, I realized it a long time ago. I definitely like Nami. If you noticed, please tell me. No, I was watching, wondering when I would notice. And it's meaningless if I don't notice it myself. Well, I didn't notice it until the end, but I thought that I would live together with my husband at his house after marriage, so I want to live alone with him for a while after marriage. But then my mother would be alone. My mother is a bit difficult, so I don't want to force her. First of all, let's live a relaxed life together like newlyweds. I'm a drunk, so I thought that he really liked me and that he loved me so much, so I accepted with a pounding heart, but then I'll make dinner and bring it over sometimes so that my mother won't feel lonely. Oh, can you come over here? When I said that, my husband said, yes, it's really helpful when Matsumi says that, but he looked a little difficult. I found out the reason later, but it seems that Shito thought that I was the one who refused to live together. When I went to greet Hiko's parents' house, who had proposed to me, I was a little nervous, even though I was a little nervous. That day, I wore a pale pink knee-length dress with a little enthusiasm, but when I bowed my head and said, nice to meet you, Nami-san, nice to meet you. My son is always taken care of. Tadahiko's mother welcomed me with a lot of excitement. Mom, you look fine today. On the other hand, Tadahiko was a little less excited than usual. I wonder if that's what a man's parents' house is like. Oh, no. You've gotten even more handsome since I last saw you, haven't you? You're not handsome in the first place. I thought this was a touching exchange between a mother who loves her son and her son who is a little embarrassed. Quote. Oh, Natsumi, that bamboo skirt looks good on you young. At first I thought he was complimenting me, but when Hiko left the table, he looked down at my lap and said, your skirt is short, isn't it? I was startled when he said, I wonder if my son liked it. Oh, the bamboo was short. I felt embarrassed, thinking that maybe I was rude. What kind of food do you like, Mom? I asked a bit abruptly, trying to change the awkward atmosphere. Then she said in a rather harsh tone that she didn't want anyone other than her son to call her Mom. I've heard that some people don't like being called Mama by Marumaru-chan, so I thought that was probably what she was feeling, and I understood. Then I asked her what I should call her and she said, Hisako-san is fine, so I decided to call my mother-in-law Hisako-san. Hiko-san, who had been standing, came back and heard me calling my mother Hisako-san, and said, what's that? Quote, with a slightly displeased look on his face. Hisako-san said, isn't it nice that you're like friends? With a grin. I thought it was nice to have a mother-in-law and daughter-in-law who were like friends, but Hiko-san was just a little grumpy the whole time we were at my parents' house. The wedding was a private ceremony in a small chapel. My wife and I, and the relatives of both families. Then only close friends gathered and everyone warmly blessed me. I wore a white lace dress. I was so nervous that I almost stepped on the hem of my dress when I walked and tripped many times. Hiko-san, who saw that, supported me with a small smile and said, that's just like Nami. I was happy that he said that quietly.
During the ceremony, I heard Kiko-san muttering softly along with my laughter when I stumbled over the words of my vows. I wonder if I can be a good wife to my child like this. Even at that time, I didn't notice Hisako-san's malice and was just reflecting on my bad behavior. After we got married, we had a calm married life for a while. Hisako's house was only a 7-minute walk away, so I would go there about once a week with a homemade meal. At first, she was very welcoming, but gradually she started to make harsh comments about the food I made. Nami, your stew is plain again. If my child eats only brown things like this, he'll get old. But Tadahiko says he likes this kind of thing. Really? Well, my child is kind, after all. I can't say it's bad. I wonder if he doesn't like my cooking very much. I was a little depressed, thinking that maybe it doesn't suit his taste. Natsumi has a simple face, but she's actually quite a grainy type. Aren't you scared of me? Hisako. She's very kind, energetic, and fun. Wow. I see. What do you think? She's a happy person. Huh? Was that just a sarcastic remark? I feel a little stingy about Seiko, but I'm sure it's just my imagination. Because she is smiling, and I can tell that she cares about Hiko-san. But one day, when I went to Hisako-san's house, she didn't accept the gratin I brought, and the fridge was full. She said she would take it home with her at the front door. But I wanted Hisako-san to eat it. So what? Who asked her? At that moment, I was speechless. Huh? Maybe she really hates me. Even I, who is so innocent, was finally starting to realize it. That's so typical of Natsumi. That's a total mother-in-law and daughter-in-law scam. My friend, manga artist, Hajime, told me that. But why? I don't know. But some people say that it's natural for a daughter-in-law and mother-in-law to not get along. We went through a lot of effort to become a family. I like that about Natsumi, but wouldn't a mother who thinks her son has been taken away be irritated? When Hajime said that, I thought deeply. Why can't two people who love the same person get along with each other? One day, after dusk, Hisako suddenly came to my apartment. Today, I bought some stew from the department store. I thought it would be good for Nami to get to know the real taste. I accepted it with a smile, but I wonder if she doesn't like my cooking after all. I felt a pang in my heart at the thought. Besides, the menu for today's dinner had already been decided. I was just waiting for my husband to come home and put it on the table. Oh, my mother came? Oh, I bought some stew from a popular restaurant recently. Hisako looked very happy. I guess she really loves her son. We put it on the stew that Hisako bought and the three of us had dinner. The main dish of the dinner I made was pork stew. Well, this one is a little brown. Hisako was picking up the chopsticks from the department store while expressing her usual negative opinion. I didn't avoid the brown pork horns. Just a little. This is delicious. It's a stew from a famous restaurant in Kyoto. The color is completely different after all. Ah. The moment my husband, who was carrying chopsticks with a curt reply, ate the pork confirmation, my husband blurted out, "Okame, did you make this, Nami?" Yes, it was similar from the morning. You know, I wanted to make one that you can cut with chopsticks. It's so good. It's my favorite taste. Brown is the best. Number 4 brown player just meet in contrast to my husband who was happy to run and run with compliments that I didn't really understand.
Hisako became more and more unhappy. And when she saw that there was still a little bit of the ingredients she had bought from the department store left, she said, "I'm going home soon," and left without drinking her after-meal tea, with her mouth in a frown. It can't be helped, since Natsumi's confirmation was better. Then she held the letter in one hand and thrust it at me. Broadcast booth, broadcast booth. Today's hero is Brown, who hit the game-winning hit. Thank you. I entertained my husband, who seemed to be having fun, but I was still a little worried about Seiko. The next day, Hisako came again. "I won't offer tea or anything. It's just the same." "No, both Tadahiko and I like coffee, so we buy beans from a specialty store and grind them at home." When I said that, Hisako said, "Oh, really?" with a displeased look on her face, and sat down on the sofa. I smiled and ground the coffee beans, carefully put them in, and served them to Hisako. "Today, I thought I'd just drop by for a bit." "Yes. Tadahiko used to be really popular. So I never thought he'd bring a wife like you," he said with a big smile. I was dumbfounded for a moment, but... Ah, yes. Me too. At first I didn't realize he was proposing to me, and after I did I was really surprised. What, such a wonderful person for me. When I replied, Sasako's face twitched. Oh, really? Yes. It was a miracle that Tadahiko said I liked him, and even now there are times when I can't believe it. This was my true feelings, but Hisako took a sip of coffee and muttered softly, "Oh, that's what pisses me off." "Oh, what's that about? Are you saying she's naive? Maybe she knows and is just saying it on purpose?" "Huh? My husband says I'm a real naive person, but in the past there were people who would say things like Hisako-san did. Maybe I'm making Hisako-san angry without even realizing it. You were the one who refused to live together, weren't you? Normally, if it's just one mother and one child, you wouldn't leave the mother alone, right? You're actually a sneaky person, aren't you?" "Ah, well, it was Tadahiko who insisted on living separately. But I thought that if I said that, it might hurt Hisako-san, so I couldn't say it." When Sasako-san left, I went back to work, but I was feeling uneasy and couldn't concentrate. At that moment my husband came home. Tadahiko. He came into the living room, saying that today's lunch was also the best. When he noticed Asako-san sitting on the sofa drinking coffee, his voice tone clearly dropped. "Oh, so your mother came." He said it in a way that made him seem rude. It was a slightly awkward exchange between mother and son. But when my husband turned to me, the editor-in-chief also praised him. That bento looks delicious. And that he had a good wife. I'm kind of embarrassed. Then Hisako put her coffee cup on the table with a loud clang and said she was going home. Did I make her angry? Did your mother say something? Tadahiko was really popular in the past. What's that? That's not true. Why would you go out of your way to say something like that? That person shouldn't call your mother that person. I'm sorry. And, you know, she was surprised to be proposed to by such a wonderful person. That's all. I nodded when I heard that. I couldn't tell Hikusako that she might dislike me. One Saturday afternoon. The doorbell rang, and when I answered, a strange, fresh-faced man was standing there. Who is it? Nice to meet you.
the gentleman introduced himself as Tadahiko's father. Wow, nice to meet you, Nami. I heard that Asako and my father divorced 5 years ago. I did inform him, but he didn't come to the wedding. His father had the vibe that Tahiko might be like when he gets older. In other words, he looked a lot like Tahiko. Thank you for coming all the way. Please come in. I'm sorry it was so sudden, but I couldn't attend the wedding even though I was invited. That's okay. I'm glad I met you. Tahiko-san, I'm not here today because I'm working Saturday. Oh, I contacted Tahiko, who said he'd come next Saturday, and he said he was working that day, but I ended up coming because I wanted to say hello to Nami-san. I thought that my father looked like Tahiko after all, saying that he was like Tahiko. I pushed the sofa over to my father, made coffee, and served it with the homemade cupcakes I had made in the morning. Oh, is this homemade? Just as I heard from my son, you're a good cook. Just as my father praised me for the good coffee, the doorbell rang. I opened the door and Hisako was standing there. I saw my father sitting on the sofa in the living room from the entrance and cried out in surprise. It's been a while, Hisako. What are you doing here all of a sudden? For some reason, Hisako was looking at me, with an expression I'd never seen before. It couldn't be this kind of place. It's my son's house. I came to say hello. To be my son's wife. Ah, Hisako, can I have coffee? When I asked, my father said, Hisako, that's it. It's fine. Nami calls you what she wants to call you. Hisako said she doesn't want anyone other than her son to call her mom. I was surprised and said it without thinking, and Hisako glared at me with fierce eyes. Ah, I realized I shouldn't have gone. Another episode of innocence has been added. You haven't changed. Hisako, get away from your son already. Tadahiko married Nami. What's wrong with a wife calling you mom? You're already 58, become a grown woman already. No. That's a horrible way to say it. That's not the usual Hisako. She looks like a little girl being scolded. I was a little troubled by the atmosphere. Oh, I'm sorry. Nami-san, I came to say hello and give you this today, my father said, and took out a small box and an envelope from his bag. Open it and it's a wedding gift from my father-in-law to his daughter-in-law. The small blue box is from Tiffany, which I know, and inside it was a lovely pendant with a rose chain link design. I bought it at the Tiffany flagship store in New York. The store clerk recommended it to me, saying that it can be used for everyday wear. Wow, it's lovely. Thank you. I was so moved that I almost cried. I'm not that interested in jewelry, but I thought I'd treasure this for the rest of my life. Tiffany for my wife. And at the New York flagship store, Hisako glared at me with a very scary face. I didn't tell you because I didn't need to, but after my divorce, I became infertile overseas. That's why I couldn't even attend the wedding, and I'm currently on vacation and back in Japan. You've never given me any jewelry. Hey, you would have bought it yourself without me giving you a present. And it was pretty expensive. I told you when we got divorced. I got sick of your reckless spending and your tendency to be too accident-centered. When her father said that, Hisako was silent and biting her lip. Well then, Nami, let's have dinner with Tadahiko while I'm in Japan. Saying that, her father left. I called out to Hisako if she was going back, but she didn't answer.
In the awkward atmosphere, I realized that I hadn't given Hisako coffee, so I went to the kitchen to make some. I returned to the living room with the coffee and said, "You're a very nice dad. You're a lot like Tadahiko." I put the coffee in front of Hisako while saying that. Then Hisako shouted, "Don't get too excited," and tipped the coffee over as if to brush it off with the plate. The cup broke and the hot coffee splashed on my feet. It was hot. I hurriedly took off my slippers and cooled my coffee-soaked feet in the bathroom. It wasn't a big deal, she just blushed a little. It seems like she's pretty upset that her dad gave me Tiffany as a gift. What should I do? Thinking that, I returned to the living room and saw that you're a stupid wife with no brains or looks, a pair. And yet that guy not only took Hiko away from me, but also flirted with my husband, it's no joke. Hisako shouted at me. At that time, Mom, Tadakihiko and Dad were standing at the entrance. I could clearly see Hisako's face turn pale. Dad said he was coming today, so I finished my work early and met him. Then I met Dad at the entrance to the apartment building, and Hiko's tone was a little trembling as he explained that. I thought we'd have dinner together since we were there, but I'm glad I came back. Hisako, you're holding your head and hunching your head as if you were avoiding something. Mom, you really did say such terrible things to Nami. Nami didn't say anything, but she never said anything bad about Mom. It's not that, Tadahiko. What happened just now was just a coincidence. So there's no way such terrible words would come out. Tadahiko was extremely angry. It was the first time I'd seen Tadahiko. Nami, what's wrong with your leg? My leg is red. Hikoko noticed the broken coffee cup and the splattered coffee. Mom must have done it. Hikoko slammed the table and Hisako shook her head. It's nothing serious, so it's okay. Even though I said that, Tadahiko's anger didn't subside. I can't do it anymore. Don't let you live with this from now on. Don't ever show up in front of me or Nami again. After Tadahiko said that, Hisako left our apartment crying. I didn't know what to do and just looked stunned. Maybe I'm also responsible as a husband for Hisako becoming like that. I thought she'd change a little after the divorce, but maybe I ended up being even more attached to Tadahiko. I'm sorry, Da-san. Dad said this with his shoulders slumped. That day, the atmosphere was not right for the three of us to go out for a meal together, so we decided to have another meal together at a later date, and my father went home. Tadahiko-san is scary. I was really scared. And I was very sad. I'm sorry. Hiko-san looked sad when he said that. After that incident, Seiko-san never came to apologize. My foot was only slightly burned, but the broken cup and the words have always left a wound. However, Hiko-san said that she will never meet her mother again. She said that she will never let him in even if he comes to the house without permission. My father also pushed him away, saying that he should think about it alone for a while. I had mixed feelings and worried that I was the cause of the rift between mother and son. I'm sure Hisako-san did have some bad points, but it's painful that mother and son have become estranged because of that. Above all, I felt sad that Tadahiko-san looked so sad that he hated his mother. Of course it was right to sever ties. Just listening to Nami's story is pretty terrible.
Nami doesn't seem to be that hurt, but her friend, the manga artist, Kazu, was amazed and said he envied her insensitivity. Kazu was amazed, but she also seemed a little happy. The mother-in-law, daughter-in-law story is funny, so it's okay to use it. She said she was asked if she would like to try a slice of life story next time, and although I didn't really understand, I said yes as long as my story could be used as a story. This is Tenin Muso Nakan. It became a comic with a long title, Another World Bride and Mother-in-Law Battle. The genre is a 4-panel story in the style of a slice of life story in another world. I wondered what it was, but it was serialized as a webcomic and surprisingly became quite a hit. It was supposed to be a slice of life story, but it's a battle between a non-human wife and a non-human tome in an alternate world. What kind of setting is it? It's certainly based on what I told Kazu, but it has Kazu's unique poison added to it, and the secret to its popularity seems to be that the innocent protagonist Nakan innocently hits the poisonous tome on her way home. This reader is also a strong character and seems to be surprisingly popular. I was involved in this manga from the drafting stage, and I finally realized how naive I was, and I felt very embarrassed. I wish Tadahiko had been able to fight back when he read this manga, whether it was anger, amazement, or laughter. Maybe he really hurt his mother. When I said that, Tadahiko was deep in thought. Before I knew it, he had changed the way he called Hisako to his mother. Hisako has been living alone since then. I haven't seen Tadahiko for a long time. Then one day, I got an email from her father. After that, he returned to his overseas workplace, but apparently he was worried about retirement and decided to work in Japan as the most employed person. At the end of the email, it said, Hisako wants to open a children's cafeteria. She has obtained a food hygiene manager's qualification and is now attending school with the intention of obtaining a chef's license. If she really changes her mind and makes a positive effort, I will support her a little. Children's cafeterias are wonderful. When I said that out loud, Tadahiko said, Is she serious? I can't trust her. I gave him a difficult look and asked if he just wanted to try it because he was lonely and it would be a topic of conversation. But that's fine. Let's support him. Even his father said he was going to help him. Nami is too kind. Not kind. I just don't want to see Tahiko hating his mother. It's my own selfish reason. When I told him, Hikoko said, no way. And hugged me. So I decided to tell Tahiko what I had been unable to say for a while. I hope that in a few years our children will eat at Mom's children's cafeteria. Is that possible? Yes. Our family is growing. When my parents and Tahiko's father tell him, they will be as happy as Tahiko is now. Will Mom be happy too? I hope that one day we can all eat together. When I told Ichi later, I was grateful that there were more happy stories at the children's cafeteria. He said that and gave me a pair of tickets to a luxury hotel spa and arena as a gift to celebrate. I hope that the Otherworld Bride and Me battle will also have a happy ending with laughter and tears. I have to work hard as an assistant too.「電気代と食費を節約したいだと？専業主婦にそんなことを言われる筋合いはない。ドケチ女め。自分の手取りを考えろ、と怒鳴りたいところだが、夫にそんなことを言っても通じないだろう。本人が贅沢な生活をしたいと言っていることだし、いいわよ。
贅沢すぎて後悔するぐらい、贅沢な生活をさせてあげるんだから。私の名前はみゆき。今年の冬に電気代の請求書が恐ろしい金額を叩き出したため、エアコンを使うことに罪悪感を覚えている40歳だ。せっかく仕事でお給料を上げてもらったけど、プラマイゼロだな。心は子供のままだし、今年のクリスマスはサンタさんに当選した宝くじくださいってお願いしようかな。なんて 5% くらい本気で考えてしまった。そんな私が金銭感覚が備わってないと人生苦労するなぁと学んだとある事件がある。10年ほど前の話だ。私は夫の高明と結婚したばかりだった。新婚の夫婦といえば、そりゃもうくんずほぐれつ、お熱いものだと思うのだが、結婚から3ヶ月ほどで我が家はすでにあるトラブルを抱えていた。というのも、夫が私に嘘の手取りを申告していたことが判明したのだ。ご丁寧に偽物の給与明細まで作って、だ。当時、私は夫に、絶対に苦労させない。俺がガンガン稼いでくるから、君は専業主婦になって家事全般をやってくれないかと言われて結婚した。賛否両論あるかもしれないが、まあ、専業主婦に憧れがあったのだ。当時の勤め先が少々ブラックで、既婚女性が働きやすい環境ではなかったこともあり、辞められるなら辞めたいと思っていた。再就職してまたブラック企業の外れくじを引くのも嫌だし、幸い家事は好きな方だ。寿退社して家庭に入るなんて最高。夢の生活だわ。と思っていたのだが、ふとしたことで知ってしまったのだ。夫の本当の給料を。それは夫の友人が我が家に遊びに来た時だった。お前、あのこと奥さんにまだ黙ってんの？キッチンにいたけど聞こえた。聞こえましたよ。友人が帰った後、そりゃあ問い詰めますよね。あのこととはって。そうしたら、しばしの無言の後、夫の口から衝撃の一言が。ごめん。手取りで、もにょもにょ。手取りで？15万円です。ハンマーで頭を叩かれるとはこのことか。夫の手取りが15万円だと知った以上、働くしかあるまい。夫は、騙して悪かった。どうしても君と結婚したくて、自分をよく見せようとしてしまった。と、平謝りしてきたので、一瞬脳裏によぎった離婚の二文字を見て見ぬふりをすることにした。夫は以前、恋人に浮気された挙句、結婚式前日に逃げられている。自分を大きく見せないと女性が振り向いてくれない。また逃げられると思ったんだろう。ちょっと不憫になったのが、ついつい彼を許した理由だった。あとはまあ、実家の母から短気な私に向けての、結婚はいろんなトラブルがつきものだから、すぐに離婚って熱くなっちゃダメよ。冷静によく考えなさいね。という助言も大きかったと思う。浮気をされたわけじゃないし、手取りの問題だけなら、私が働けばいいんだしな。幸い、長年実家暮らしだった夫は、貯金だけは持っていた。いずれはそこをつくとしても、すぐにどうこうなるわけではない。共働きで節約をすれば、問題なく暮らせるだろう。時々なら、ご褒美に贅沢もできるはずだ。きっとそんな日々も楽しいはず。腹をくくって夫との生活を受け入れ、何か稼ぎのいい仕事はないかと求人情報を眺めていた矢先、悲報が入った。義母が背骨を圧迫骨折してしまったのだ。些細な動作でも痛むようで、トイレは何とか行けるが、風呂の介助は必須で、洗濯など通常の家事は難しいという。義父はすでに他界し、夫は一人っ子。義母には夫か私以外に頼れる人はいない。夫の頼みもあり、無職の私が義実家の家事と自宅の家事をすべて請け負うことになってしまった。代わりに働きに行くような時間の余裕はなくなってしまった。お母さんのことは好きだが、夫の給与明細詐欺の件があるので、
離婚してやろうかなと頭をよぎったのは言うまでもない。すでにプロポーズの時に言われた、絶対に苦労はさせないを結婚から数ヶ月で破られてるしな。でもまあ、給料のことは給料のこと。お母さんのことはお母さんのこと。お母さんが悪いわけじゃないんだし、ちゃんとお手伝いに行きますけどね。仕方なく、家のことは専業主婦のプライドにかけて、節約でやりくりしようと思ったのだが、ある夜、夕食を食べている最中に夫が言った。なんか、1週間前も豆腐出てこなかった？思わずきょとんとしながら、ダメ？と答える。だって、毎日同じものってわけじゃないし、1週間も経っているから問題ないでしょ？ところが、疲れて帰った旦那にこんな精のつかない貧相なもの食べさせるなよ。もっと贅沢させろ。何言ってんの？贅沢する余裕なんてないわよ。あなたの給料自分でもわかってるでしょ？だからって、肉も魚もめったに出てこないじゃないか。道理で最近疲れが取れないはずだよ。5歳年上、アラフォーに片足突っ込んでいる夫の言葉に、年のせいではと思ったが黙っておいた。じゃあ何が食べたいの？と私は尋ねた。たまには黒毛和牛とかいいよな。昨日給料日だったし。携帯で人形町今半のメニューでも調べてみたら？黒毛和牛がいくらするか知ってる？俺、今月で5000円昇給したし、少しは余裕あるだろ？なんでそんなにケチケチするんだよ。このドケチ女。たった5000円ポッチ昇給したくらいで、なんでそんなに自慢げなのか。せっかく昇給した5000円を無駄にしないためにも、寝る時の電気は消してくれる？いつも言ってるのに昨日も消し忘れてたよね。そういう無駄をなくせば、黒毛和牛も食べられるよ。うるさい。夜間も電気がついてる方が防犯になるだろ。こんな貧困家庭を狙う泥棒なんていないわよ。私は、ついため息をついてしまった。水道の蛇口もきちんと閉めないから、いつも水がちょろちょろ出てるし、涼しいのに暑い暑いと言ってエアコンもバンバン使う。光熱費が高くつくから、食費を節約するしかないんでしょ？羨ましいならお前もそうすればいいじゃないか。お前が思ってるほどうちの家計は苦しくない。そうね。最初に見せてくれた給与明細が本物だったら家計は苦しくなかったわね。売り言葉に買い言葉のように夫に反論してしまったことを少しだけ反省した。その件は一応解決したことになっているのに、過去のことをネチネチ引っ張り出してしまうのは女あるあるだけど、私の悪い癖だ。夫を見下すわけではないが、長いこと実家で母親と一緒に暮らしていて、一人暮らしをしたことのない人だ。生活力やその他諸々がないのは仕方ないのかもしれない。案の定、夫は悔しさからか拳を固く握って耐えていた。喧嘩をしたいわけではなく、理解してほしいだけなので、私も必死に心を落ち着けてこう言った。お母さんのところに行くのだって交通費がかかるし、私が再就職する時間の余裕もない。しばらくこの状況が続くから、少しでも電気代や食費、いろんなものを節約してお金を残せるようにしたいの。協力してくれない？私が下手に出たのが分かったのか、夫は黙った。てっきり理解してくれたのだと思ったのだが、しばしの静寂を破るように夫が吠えた。もう嫌だ。こんな貧相な生活はしたくない。実家にいた時はもっと自由だった。お前と結婚してから母さんは怪我するし、生活は貧相だし、不幸なことばっかりだ。なんで俺ばかり苦しまなきゃいけないんだ。義母の世話を請け負った時、夫は、一応俺の親だし、休日は母さんの世話を交代するよ。と言っていた。ところがどうだ。休日はゴロゴロして、携帯をいじるばかりではないか。確かに家事全般やってくれと言われて結婚した。しかし手取りに嘘をつかれ、しっかり苦労もさせられている。契約不履行だらけなのに自分は悲劇のヒロイン。いや、悲劇のヒーロー気取りか？ふつふつと私の中に怒りの気持ちが湧いてきた。
生活が厳しくても、なんとかするのが嫁の役割だろ。だから、なんとかしようとしてるじゃない。うるさい。だいたい俺の稼ぎも、貯金もあるのに、なんでこんな酒すら我慢するようなケチケチ生活になってんだよ。俺の金だ。俺が望んでるんだからどんどん使え。そんなこと言ってたら、あっという間に貯金だって尽きるわよ。その瞬間、夫がバンと机を叩いた。思わず私も驚いて黙ってしまう。はっ、電気代と食費を節約したい。専業主婦にそんなことを言われる筋合いはない。ドケチ女め。働いてないお前が食費や生活費を制限すればいいんだ。稼いでる俺に贅沢な生活をさせろ。夫の身勝手すぎる言い分には、さすがに私の堪忍袋の尾もブチッと切れた。専業主婦にそんなことを言われる筋合いはないですって？お母さんのことを見捨ててもいいと？それとも、あなたが私の代わりに全部やってくれるのかしら？私なんて、節約になればと、風呂上がりはドライヤーを使わず、自然乾燥だから髪はパサパサだし、ファンデーションだって塗ってない。食事も節約レシピとはいえ、ハンバーグだって、シューマイだって、いつも夫の方が一個多くなるようにこしらえている。夫よりも我慢してきたつもりだ。自分では何もやらない。いや、できないくせに文句ばっかり言いやがって。やっぱり離婚するべきだった。私の見る目がないと言われればそれまでだ。認めようじゃないか。でも、このままで終わりたくない。そう思った私の脳裏に、あるとてもいい案が浮かんだ。そうか、そうすればいいのだ。お望み通り、贅沢に暮らさせてあげようじゃない。わかった。心を入れ直すわ。妻としてあなたに、心ゆくまで贅沢な時間を堪能してもらえるよう頑張るわね。ニコッと微笑む私が少し不気味に見えたのだろうか。一瞬夫はピクッと肩を揺らし、わかればいいよ。と言いながら再び食事に手をつけ始めた。翌日、私は仕事から帰ってきた夫を笑顔で出迎えた。お帰りなさい。なんか機嫌いいな。わかる？ちょっといいことがあったの。へえ。まあいいや。どうせつまんねえ話だろうし、うがいしてくる。あ、待って。え？私は洗面所に行こうとする夫を引き止め、冷蔵庫からあるものを持ってきた。はい。うがいをするならこれを使ってね。そう言って、私が二等辺三角形のラグジュアリーな瓶を渡すと、夫はいぶかしげにそれを見つめた。何これ？フィリコジュエリーウォーター。1本2万円近い超高級天然水よ。贅沢に上司と喋って疲れた喉をガラガラペッてしてね。はぁ？夫の目が文字通り点になった。何から聞けばいいか困っているのだろう。贅沢に暮らしたいって言ってたから、ちゃんと贅沢な水を用意したわ。本当は料理に使うといいって言われてるお水だけど、うちでは生活用水として使ってね。いや、俺が言いたい贅沢はそういう方向じゃなくて。まあ、いいやもう。疲れてるんだ俺。水ですら贅沢なら、飯はもっと贅沢だよな。楽しみにしてるから、飯の準備してくれ。俺は着替えてくる。わかったわ。今日に限って仕事が忙しかったのか、それとも私の行動のせいなのか、夫は本当に疲れ切った後ろ姿で部屋を後にした。でも大丈夫。今日の夕食は夫のお望み通り贅沢な食材だ。きっと疲れも吹っ飛ぶはず。スウェット姿に身を包んだ夫は、もうくったくた。仕事でミスしちまって、こっぴどく叱られてよ。と言いつつ、本当に食事が楽しみなようで、妙に上機嫌に食卓の椅子に座った。そう、贅沢な夕食にしてよかったわ。これで元気を出してね。そう言って私は皿をポンとテーブルに置いた。え？再び食卓を見るなり、夫は目を点にして私と皿を交互に見つめた。何この根っこと傷んだサラミみたいなの。100g 35,000円のトリュフのスライスと
1本3万円する5年ものの高麗人参。は？そんなもんどこで？お母さんのところの病院近くにある商店街。誰も買わないでしょってくらい贅沢なものが結構眠ってるから買ってきちゃった。私がニコッと微笑むと、夫は、確かに贅沢だけどさ。と、高麗人参の根っこをもてあそびながら大きくため息をついた。ほら、あなたったらそんなに元気がないんだから、高麗人参かじって元気出して。そう言って、私が2本ほどまとめて、夫の口に乾燥した高麗人参を詰め込むと、夫は、土臭い。やめろ。これ土だ。土の味がする。まずい。と、何やらふがふが叫んだ。よかった。こんなにオーバーリアクションを取るくらいだから、きっと美味しいのだろう。容赦なく、ぐりぐりと高麗人参と、今度は匂い消しにトリュフも口に押し込んでやった。徐々に夫が半泣きになり、目元には涙が滲んでいる。よし、デトックス成功だ。悪い水分が出てよかったわね、あなた。目標を達成した私が夫から手を離すと、夫は猛ダッシュで洗面所に向かった。高麗人参とトリュフ臭くなった口が耐えられなかったらしい。なるほど、貧乏人が贅沢をしたから体に合わなかったのだな。贅沢はほどほどにってやつか。覚えておこうと思う。それが理由じゃないだろって？まさか。なんてアホなことを考えていたら、洗面所から夫の絶叫が聞こえた。みゆき、なんだこれは！気づいたか、と思いつつ洗面所に向かう。すると夫が浴室を見て凍りついていた。私はニヤニヤしながら、どうしたの？そんなに驚いて。と尋ねた。どうしたのじゃないだろ。なんで蛇口全開なんだ。浴槽からお湯が溢れてるじゃないか。あなたがきっと帰ってきたらお風呂に入りたいだろうと思って、贅沢に朝からずーっとかけ流しにしてたのよ。温泉じゃないのにかけ流しとは言わん。何やってんだ。いくら来るんだよ、水道代。さあ、贅沢な金額じゃない？来月が楽しみね。しれっと答える私をよそに、夫は反響欄で蛇口を閉め、終わったとつぶやいた。まあまあ、嫌なことは忘れて、パーッと楽しみましょうよ。今日はあなたのために贅沢なものばかり準備したんだから。もういいよ。嫌なことが山積みだよ。こんな無駄遣いの何が贅沢だよ。あら、やだ。贅沢のほとんどは無駄なものでできているのよ。それを味わうことこそが贅沢なんじゃない。そんな哲学はいらん。夫はプリプリ怒りながら、もういい。飯の前に風呂だ。とか言いながら湯船に浸かるや否や、ヒーと飛び出てきた。なんだよこれ。水風呂じゃないか。いやね、こっちのサウナで温まってから入るのよ。ああ、いい感じに熱くなってるわ。私は夫を寝室に案内した。もちろん朝から35度の最高温度で暖房をつけっぱなしだ。ふざけるな。電気代。慌ててリモコンの切るボタンを押す夫。疲れた。飲み物くれ。あ、さっきの天然水は返品するから開けるなよ。はいはい。私は夫の指示通り、冷蔵庫から飲み物を取り出し、器に注ぐ準備をする。天然水の返品できないんだけどな。レシート捨てたし。まあ黙っておくか。なんて思いつつ、私は瓶の蓋に気合を入れた。シュポーンと軽快な音が室内に響く。今の、何の音？夫がわなわな震えながら私の元まで歩いてくる。ん？シャンパンを開けた音よ。俺、ここからだとボトルの筆記体がよく見えないんだけどさ、なんて名前のシャンパン？ドンペリニオンのレゼルブ・ドゥ・ラベイ。45万円よ。実家がホスト経営の同級生に売ってもらったわ。開けたてのボトルから惜しげもなくボールにシャンパンを注ぐ私を見て、夫は、ちょー、待ったーと
必死になって止めた。瓶に戻して、蓋閉めて、返品するから。何言ってるの？気が抜けちゃうから無理よ。もうなんでそんな洗面器で顔洗えるくらいになみなみ注いでんだよ。こういう飲み方じゃないだろ、これ。こっちの方がグラスでちまちま飲むより贅沢でしょ？せっかくあなたが俺が望むなら貯金も使えって言うから、貯金全額使って買ったのよ。ちゃんと飲みなさい。もったいないでしょ？こんな下品な飲み方はホストでもやらねえよ。意地でも瓶にシャンパンを戻したい夫と、どうせ無理だから諦めろとボールのシャンパンを飲ませようとする私がしばし攻防戦を繰り広げ、結局手元が狂って贅沢フルコースの締めだったたっぷりシャンパンのなみなみボールは夫が頭から被る形になった。もうやだ。俺の貯金なのに。と夫がうなだれる。一応言っておくけど、お金を盗んだわけじゃないからね。あなたが私に命令したのよ。俺の金だ。俺が望んでるんだからどんどん使えって。お望み通り遠慮なくどんどん使ったわ。と言うと、夫は言い返す言葉もないようで、すいませんでした。としょんぼりした。本当に全部貯金も使ったの？と夫。一縷の望みにでもかけたいのだろう。ええ、節約して貯めた通帳もすっからかんよ。明日からどうやって生きていきましょうね。短い贅沢だったわね。満面の笑みで答える私に夫は、こういうのがしっぺ返しっていうのかなとぼやいた。後日、夫は義母に泣きつき、生活費を援助してくれと頭を下げた。もちろん、事の経緯を聞かれたし、私のしでかしたことも全部バレてしまったが、義母は、私の面倒も見ずに、嫁に全部押し付けて、わがまま言ったあんたが悪い。と、夫を断罪してくれた。おかげで私はお咎めなし。むしろ、相談してくれたらよかったのに、とも言ってもらえた。相談することを考えなかったわけではないが、要するに、息子の悪口を聞かせるわけだし、話しにくかったんだよね。やっぱりいいお母さんだな。お世話してよかったと思った。お金を貸してもらえることにはなったものの、夫はそりゃもうこっぴどく義母に怒られた。贅沢なんか望まなきゃよかったと愚痴り、節約を覚悟したのか、レシピサイトでもやしのメニューを眺めながら、まあ、今度これ作ってくれよ。と言ってきたので、それよりこれ書いて。と笑顔で離婚届を渡した。金銭感覚ゼロのわがまま野郎を捨てた。前の恋人さんが正しかったわ、と本音も添えて。この状態で俺を見放すのか、とか、生活できないとか、義母のことはどうするんだと散々言われたが、当の義母からもこっそり、離婚していいからね、と言われていたことを伝えると、泣く泣く夫は離婚を承諾してくれた。しかし夫の受難はここからだった。離婚を知った義母に、この際私の生活をサポートをしながら家事を覚えろと言われて夫は実家に戻ることを選択したのだが、夫は職場で降格になり、給与は不況の煽りも受け1万円ほど下げられてしまったという。そういえばあの日仕事でミスしたって言ってたっけなぁ。離婚後、偶然再会した際に、私が再就職を果たし、そこそこ稼いでいることを知った夫は、お前の口利きで、俺をそっちの会社で働かせてくれないかと、私の勤め先の業界も未経験なくせに、トンチキなことを言ってきたが、当然お断りした。このままじゃお金なさすぎて、実家も出れないし、再婚もできないって泣いてたけど、そもそもお母さんも高齢なのに、あの人、将来のことを考えてるのかな？介護費用とかどうするつもりなんだろうね。まあ他人だからもう知りませんけど。私はというと、アパレルの企画開発の正社員として仕事を始めた。実は結婚前にはアパレルの企画として結構稼いでたのだ。さらには先輩のアシスタントに就いたことを機に、大きなプロジェクトを任せてもらい、ありがたいことにトントン拍子で昇進した。
今は仕事が恋人だ。今回の職場は働き手がほとんど女性でとても仕事がしやすい。前職は女性ものの肌着を作る部署にいたのだが、なぜか上層部はワンマンな男性ばかりな上に、結婚が決まったなら夜用にうちの肌着がいるんじゃないか、と絶妙に気持ち悪い発言をするおじさんがいたりして、超ブラックだったからな。今度の職場は定年まで勤められそうだなと思っている。そうそう、浮いた話は一つもないのだが子供ができた。と言っても、にゃーと泣く子供。保護猫のポコタをもらってきたのだ。まだ生後5ヶ月、ちょっとやんちゃな男の子である。ちょっと目を離すと、家中が爪研ぎの被害に遭っていること以外は、可愛くて仕方ない私の大事な子供だ。この子のために、飼い猫がいる人におすすめだという物件に移り住んで、猫に強いインテリアに一新しようかな、と来年あたりの引っ越しも検討している。ポコタが来てから生活に彩りが出た。猫中心の生活もなかなか悪くないものだ。こんなことを言うと本当に育児をするママたちに怒られちゃいそうだけど、当分は仕事と子育てに邁進しようかな、なんて思ってる。見ず知らずの人なんかほっとけばいいのよ。赤の他人を優先して私の大事なお茶会を台無しにするなんて許せないわ。目の前で倒れた高齢女性に付き添って病院に来た私に、電話口の姑はこうだった。お母さん、あなたはお金持ちかもしれないけど、小さい頃、鶴の恩返しも笠地蔵も読まなかったんでしょうか。情けは人のためならず。そう、私にだって優しくしておいた方が良かったのよ。私は西園寺智香、35歳。5歳になる可愛い息子と夫の3人家族。今では穏やかな幸せをかみしめているが、新婚直後はそれは大変だったのだ。特に夫の実家がお金持ちだった場合には、私の両親は街中で小さな食堂を営んでいた。焼き魚や煮物などを使った家庭的な定食を提供しており、近くのオフィス街のサラリーマンには絶大な人気があった。両親の後ろ姿を見て育った私も、いずれ飲食店をやりたかったのだ。高校卒業後は専門学校を卒業し、調理師の資格を取った。食堂の手伝いをしながら、いつかは自分のお店を持ちたいと思っていた矢先のこと。母が倒れた。命に別状はなかったものの、数週間にわたり入院せざるを得なかった。母のことは心配だったが、思わぬ副産物があったのだ。お店を父と私で回すことになったのだが、自然と私も常連さんとも顔見知りになった。食堂のお客さんは比較的年齢層の高いサラリーマンが占めていた。そこに一人だけ違う雰囲気のお客さんが来るようになった。ワイン専門商社の営業部に勤める修二がその人。数年間の海外駐在を終えて帰国した。その日にうちの食堂に現れたのだ。空港からタクシーで会社の周辺までやってきたのだが、この時修二はタクシーにスマホを置き忘れ、しかもかなりの方向音痴だったため、道に迷ってしまった。その時、目の前にあったのがうちの食堂だ。すみません。電話を貸してもらえませんか？修二はのれんをくぐりながらそう言って入ってきた。ちょうどランチの混雑が終わった時間で、他にお客はいなかった。センスのいい時計、パリッとしたおしゃれなスーツ。うちの普段の客層とはかなり違ったので、私は最初戸惑ってしまった。で、電話ですか？ええ、すみません。お恥ずかしいのですが、タクシーにスマホを忘れたみたいで、会社に行く途中だったんですが、道に迷っちゃって。と、恥ずかしそうに言ってきた。その様子が可愛く、私も自然と笑顔になってしまった。ああ、この辺似たようなビルばかりですもんね。もし知っている会社なら案内しますよ。
この辺の会社ならほとんど知っていますから、それに今はちょうどお客さんも落ち着きましたし。私が返事したとき、修二が口を開く前に、お腹の方が盛大にグーッとなった。お腹に返事させたみたいだ。私と修二は思わず顔を見合わせて笑った。いやー、お恥ずかしい。今日は朝から何も食べてなくて、しかも歩き回ってたからお腹も空いてしまったようです。と修二が言うので、お時間に余裕があるようでしたら何か食べていかれますか？と私は聞いた。そうですね。のれんをくぐった時からいい匂いがしてたんです。日本食の匂いって自然とほっとしますよね。じゃあ、注文いいですか？おすすめは何です？そんな感じで、修二は帰国早々に家を訪れ、自慢のもつ煮定食を食べていった。食事が済んでから彼を会社まで案内した。社員を会社に連れて行くなんてなかなかない経験だなと思った。道すがら話をすると、修二はいろいろな国に出張しているそうではないか。海外だともっと道に迷うんじゃないかしら。それでも仕事はきっとできるんだなと思ってちょっと面白かった。それからの修二はうちのお店によく来てくれた。しばらく来ない日が続くとだいたい海外出張だ。もっともそのうち、しばらく出かけてきますなんて修二の方から教えてくれるようになった。私たちはいつの間にか、ともかさん、修二さんと呼び合う仲になった。出会いから2年も経った頃には交際していて、ついには修二から、ともか、僕と結婚してくれないか？とプロポーズを受けたのだ。私はとても嬉しくて、もちろん OK したが、この結婚が私の人生を大きく変えるきっかけになった。後日、私は修二の実家に結婚の挨拶に出向いた。事前に修二から話は聞いてはいたが、いざ会うことになると緊張した。というのも、修二の実家は創業者一族。修二が勤めるワイン専門商社は、修二の父が作った会社だそうだ。その父はすでに亡くなり、今は修二の兄の俊一さんが社長をしているという。創業者一族に嫁ぐとなると、私が受け入れてもらえるのだろうかと不安で瞬時に話したが、大丈夫。創業者だからといって大したことないよ。会社を継いだのは兄さんだし、僕は比較的自由なんだ。仕事だっていろいろなところに行きたいから営業になったわけだし、結婚だって僕の好きになった人とするよ。と笑いながら言った。そうだ、世間に創業者なんていくらでもいる。そういえば、うちの父だって食堂の創業者じゃないか。私は自分を奮い立たせて修二の実家を訪れた。現れたのは豪邸だった。ああ、この家は並の創業者じゃない。特上だ。大変なところに来てしまった。大理石の広々とした玄関で、リビングには海外製と思われる大きめのソファーがどっしりと置かれ、そこに姑、義兄が座っていた。母さん、兄さん、こちらが婚約者のともかさん。はじめまして、修二さんと交際させていただいている。姑になる人が私の挨拶をいきなり遮った。あなた、TPO って知らないの？は？ TPO の意味を聞かれている？わけではない。あなた TPO わきまえないで来たわねと言われているわけだ。立ち上がった姑は私の体を下から上までゆっくりと見ながら。だって今日は修二の婚約者として来たんでしょ？それなのにその格好は何？え？そう言われて私は自分の格好を見直した。今日は結婚の挨拶ということで、パステルイエローのワンピースで清楚系にしたつもりだったのだが、あれ、何か間違えたかしら。そう思っていると、義兄が笑いながら。ああ、多分母さんはよくそんな地味なノーブランドでここに来れたなって言いたいんだろ？母さん、相手は食堂の娘だ。ちゃんと言わないとわからないよ。そうよね。ちゃんと言わないとわからないわね。って待て。どう聞いても食堂の娘を馬鹿にしてるわよね。だって結婚の挨拶なのよ。ブランドで身だしなみを整えるのは当たり前でしょ？
いくら小さな食堂の娘って言っても、うちの家族になるなら、せめて TPO をわきまえてもらわなきゃ。友香さん、あなたにはそれができるの？姑はすごい剣幕で言ってきたが、すかさず修二がフォローしてくれた。何言ってるの？母さんも兄さんも。友香はちゃんとした格好をしてるじゃないか。今時ブランドを気にするなんて時代遅れだよ。海外セレブだってファストファッションを着るだろ？海外セレブのファストファッション？例えがやっぱりお坊ちゃんだが、それでもちゃんとフォローしてくれたのは嬉しかった。でも修二、この人は海外セレブではないし、うちの家族になるわけだから、これからはちゃんとしてもらわないと困るわよ。親族でのパーティーだって今後あるだろうし。と、姑は言う。パーティー？それは聞いていないな。そう思っていると。そういうことはこれから母さんがアドバイスしてくれればいいじゃないか。と、修二が言った。だから私も。お母さん、私はまだまだ至らないところがありますので、これからいろいろ教えていただけると助かります。どうかよろしくお願いいたします。と言った。すると姑は何を思いついたのか、にやりとして。わかったわ。じゃあ、まずは友香さんにはうちのことをちゃんと教えましょう。そのためにも結婚するにあたって条件があるんだけど。と言ってきた。その条件というのは同じ家で暮らすことだ。確かにこの一家に受け入れてもらうには、私もこの家のルールを覚えないといけないのかもしれない。郷に入れば郷に従えと言うし。そう考え、私と修二は姑に言われた条件を飲んで同居することに決めた。いきなり先制パンチを食らったが、ともかく私たちは新婚生活を始めた。結婚後、私は一家の家事をこなすように言われた。朝は家族全員分の食事を用意し、それが終わると家中の掃除を任された。修二は、大丈夫？と心配してくれたが、まずは私がこの一家に受け入れてもらう努力をしなくてはいけない。そう考えた。ただ家事をするのはいいのだが、食事については悩みがあった。家族それぞれ好みが違ったのである。姑と修二は朝はご飯派、義兄はパン派。それだけでも面倒なのに、姑は毎回嫌味を言ってきた。私が最初に卵焼きを作った時には、なにこれ甘すぎる。私は出汁が効いた卵焼きがいいの。これじゃあ子供の食べ物よ。とダメ出しされた。修二は、僕はこれも好きだけどなぁ。と言ってくれたが、姑は許してはくれなかった。さらに義兄にはオムレツを作ると、うわぁ、これ何？オムレツって言えば、外側ふわっと、中はとろっとだろ？食堂の娘が聞いて呆れる。と、こちらからもダメ出し。こんな感じで義実家での暮らしがスタートした。朝食の時はまだ修二もいるので、まだこれだけで済んだのだが、息子たちが出社すると、姑からの私への扱いはさらにエスカレートした。ちょっと友香さん、廊下に埃が残っていたわ。ちゃんと掃除して。友香さん、週一のスーツをクリーニングに出して。シャツにはちゃんとアイロンをかけておいてね。友香さん、紅茶が切れそうなの買ってきて。あ、その辺のスーパーのじゃないわよ。専門店でこのメーカーを買ってきてね。と言われ、家から往復3時間の場所に買いに行ったことまで。通販ぐらいやってるだろうと思った。これでは、まるで私は使用人のようではないか。では、今までの家事はどうしていたのかというと、昔は使用人がいたようだが、最近は家事代行サービスを利用していたらしい。でも私が来てからサービスの利用をやめて、すべて私にやらせているのだ。これが嫁いびりってやつなのかもしれない。まあ、この一家からすると、突然入り込んできた私のことをよく思わないのは当然だろう。だって何も知らないのだから。でも、一生懸命に頑張っていたら、きっと義母たちも受け入れてくれるだろうと思っていた。毎日姑にはこき使われたが、修二はいつも私のことを気にかけてくれた。だから私も耐えられたのだが、ある日、修二が帰ってくると何やら悩んでいたので話しかけた。
どうしたの？ああ、実は海外出張に行くことになって、期間は1ヶ月なんだ。新婚なのに友果を残して出かけるなんてな。なんなら実家にしばらく帰っていたらどうかな。新婚なのに長期間の不在とは残念だが仕事だから仕方ない。修二の言う通り、実家に一旦帰って食堂の手伝いをするのも悪くないかなと思った矢先に、そばで聞いていた姑が言い出した。修二は何の心配もなく出張に行きなさい。修二がいないうちに私たちもっと仲良くなれると思うの。とにっこりしながら言った。仲良くなれる？本当に？今の主人と使用人みたいな関係から仲良くなるとしたら一体どういう状態だろう。不安に感じつつも、夫の実家に受け入れてもらいたいというのは私の望みである。反論はできなかった。しかしいざ修二が海外に旅立つと、姑たちの要求は次第にエスカレートしていった。あ、友果さん、うっかり忘れてたわ。今日はお友達が来ることになっているの。お菓子とお茶の用意をしてね。おそらくあと1時間で到着するから。は？ああ、お菓子はいつもの洋菓子店のを4人分用意してね。と言ってきた。それ誰がやるんですか？1時間で洋菓子店に行ってお菓子を買い、さらにティーカップなどの用意をしろと。できるわけがないので当然のように遅れると、うちの次男の嫁が使えなくてごめんなさい。小さな食堂の出身だからか、のんびり屋さんでね、本当に困っているの。と言って、私の実家のことまで見下してきた。またある時、義兄は自分が夜遊びをして寝坊したくせに、ちゃんと起こしてくれよ。これから大事な会議があるっていうのに使えない。おい、このシャツにアイロンがかかってないじゃないか。気が利かないやつめ。と、さも私が悪いかのように文句を言ってきた。こんな感じで、嫁いでから私に対する姑たちの態度はどんどんエスカレートしていったのだった。そしてある日ついに決定的な事件が起きた。またもや姑がお茶会を開くと言ってきた。しかも30分後にはお客様が集まるという。30分？さすがに絶対間に合わないなと思いつつ、先に部屋の用意をして、お母さん、お客様が来られたらお部屋でご歓談しててください。後からお菓子をお持ちしますので。そう言って家を出て、馴染みの洋菓子店へ向かい、ケーキを人数分買った。よし。これならちょっと遅れるけど、会話が弾んでいたらあまり気にならないはず。そう思って横断歩道を渡っていたとき、私のちょっと前を歩いていた高齢の白人女性がふらついて膝をついた。そのまま動かなくなったので、私は心配で、どうかされました？具合の悪いところでも？と声をかけた。その女性は胸を押さえたまま、私の目を見て、助けて、と言って気を失って倒れてしまった。私は急いで119番に連絡をして救急車を呼んだ。駆けつけた救急隊員は、お知り合いですか？それなら一緒に乗ってくださいと言われた。全く知らない人だが、一人では心細いだろうし、それにいろいろ手助けできるかもしれないと思い、私も一緒に乗り込んだ。救急車が病院に着き、女性は運ばれていった。私は何度か姑に連絡をしたのだが、会話に夢中なのか電話に出ない。仕方ないから事情を簡単にメッセージで送っておいた。そうこうするうちに病院のスタッフの人が、ご家族と連絡が取れました。今からこちらに向かってくれるそうです。と伝えに来てくれた。私はほっとしたが、ご家族が来るまではついていようと思った。母も入院してた頃は一人で寂しかったと言っていた。だから先ほどの女性も気がついた時に一人では心細いだろうと思ったのだ。そんなことを考えていると、バタバタと男性が数人走ってくるのが見えた。病院のスタッフにいろいろと話を聞いている。その中の一人は白人男性で、先ほどの高齢女性と面影が似ているので、ご家族なのだろう。これで私の役目は済んだと思い、その場を立ち去った。しかし、病院を出たところで、すみません。
と声をかけられた。声の主は先ほどの男性だ。私が付き添ってきたと聞いて、わざわざ追いかけてきてくれたようだ。ありがとうございました。救急車を呼んでいただいて、しかも付き添ってくれて感謝いたします。いいえ、普通のことをしただけです。それよりも大丈夫でしたか？ええ、私の母なんですが、もともと心臓が弱かったこともあり、今回は久々の日本旅行で疲れたせいか、発作を起こしただけでした。お騒がせしてすみません。いいえ、せっかくの旅行だったのに残念なことになってしまいましたね。いえ、私は仕事だったので、母はもともと日本好きで昔はよく旅行に来ていたそうです。ただ心臓を悪くしてからはなかなか来れなくて、今回は私が日本での仕事があると言ったら、自分も一緒に行くとついてきてしまいまして、今日は取引先との予定があったので待っているように言っていたのですが、待ちきれずに一人で出かけたようです。だから本当にあなたがいてくれて助かりました。お礼をしたいのですが。いえ、お礼なんていいんです。私も母が病気でしたから心配な気持ちはわかります。ご無事でよかったです。では。と言って帰ろうとすると私のスマホがけたたましくなった。電話の主は姑。ちょっとあなた、どこをほっつき歩いているの？もうお客様は帰ったわよ。おもてなしもできないなんてなんてことなの？と電話に出るなり叫んでいる。あまりにも大きな声で怒鳴ってきたので、私はスマホを耳から離してしまった。おそらく相手の男性にも聞こえただろう。お母さん、実は道で倒れた女性がいまして、私付き添って病院に行っていたんです。と私がすぐに帰れなかった理由を話すと、遅れたからって嘘言うんじゃないわよ。本当だとしてもね、見ず知らずの人なんかほっとけばいいのよ。赤の他人を優先して、私の大事なお茶会を台無しにするなんて許せないわ。とにかく早く帰ってきて後片付けをしなさい。わかったわね。そう言ってガチャッと通話を一方的に切った。男性が目の前で驚いたような表情をしていたので、どうもすみません。と思わず私が謝ると男性は、いえ、ご迷惑をかけてしまったのではないですか？とこちらのことを気にしてくれた。そんな気にしないでください。家族がちょっと心配しているだけですから。と言うと、この度は本当にあなたのおかげで助かりました。お礼をさせていただきたいので、お名前だけでも。というので、西園寺智香と申します。では私も帰らなければいけませんので、ここで失礼いたします。お母さんをお大事になさってください。そう言って病院を後にした。帰宅すると、義母は玄関に仁王立ちしていた。智香さん、今日はよくも私に恥をかかせたわね。お母さん、すみません。でもさっきも言いましたが、目の前に倒れている人がいたんです。放っておけなくて。それに私、病院から連絡してメッセージも送ったはずですが、と言うと、何言ってるの？そもそもの話よ。他人なんてどうでもいいのよ。あなたは西園寺家の嫁でしょ？うちのことだけを優先してちょうだい。それができないのであれば、修二とは離婚してもらいますよ。と、まくし立ててきた。私の頭の中で、いつの間にか仕掛けていたタイマーが鳴り響いた。はい。使用人終了。目の前にいるのは大事な夫の母親だが、世間に野放しにしていてはいけない種類の人だ。私は一度大きく深呼吸し、ゆっくり息を吐き出した後、姑の顔を真正面から見据えていった。お母さんは目の前で人が倒れても放っておけるんですね。何よ、大事なお茶会と他人、どっちが大事かもわからないの？この山出し娘が。私には困った人を見捨てるなんて薄情なことはできません。どんな人も誰かにとって大切な人なんですよ。もし修二さんや修一さんが倒れたらどうします？その時にどこかのお手伝いさんが通りがかったけど、お茶会のために急いで立ち去ったら一体どうするんです？お茶会なんてただの暇つぶしじゃないですか。またやればいいんですよ、暇な時に。私は嫁いできてから初めて言い返したため、姑は最初は驚いたものの、
まあ、一体何なの？今、私に言い返した？嫁の分際で？ちょっとあなた、立場をわきまえなさい。姑は顔を真っ赤にして怒鳴るのであった。でも私はもう我慢する気はない。人命よりお菓子が大事な人の説教なんか聞けませんね。この際ですから言いますけど、私は修二さんの妻であって、この家の使用人ではありません。命令される言われなんかありません。なんて言い草？やっぱり生まれは隠せないわね。小さな食堂の娘じゃ、うちの嫁は務まらないと思っていたのよ。もういいわ。出て行きなさい。あなたにはもうこの家の敷居はまたがせないわ。そう言って、直ちに家を追い出されてしまった。でも私としては謝る気はさらさらなかった。だって何も悪いことはしていないし、どう言われようと、同じことが目の前で起これば私はまた同じことをする。それに修二だって分かってくれるはず。そう思い、この日は実家に帰った。実家の両親に今までのことをすべて話すと、それは大変だったね。ゆっくり休みなさい。と私を迎え入れてくれた。そしてそのまま修二が海外出張から帰ってくるのを待つつもりだった。修二はきっと私のことを分かってくれていると思うが、もし姑の味方をするなら離婚しても仕方がない。そこまでの人だったということだろう。とにかくもう無駄に広い家の掃除も面倒な家族のご飯の支度もしたくないし、しなくていい。久々の開放感を満喫しているとスマホに着信があった。追い出された次の日だ。早いわねと思ったが、電話をしてきたのはなんと姑。え？もしかして謝罪の電話？いや、そんなわけないか。でももしかしたら具合が悪くなったとか？そう思って出てみると、ちょっとともかさん、すぐに家に来て。は？どうかされたんですか？とにかくすぐに来て、大変なことになったのよ。姑は何やら慌てているようだが、私を昨日追い出したのは姑だ。だから言ってやった。お母さん、私は昨日あなたに追い出されたんです。家の敷居はまたがせないと言われたのに、もう戻ってこいと？なんで帰らなきゃならないんですか？え？ああ、そうだったわね。でもあなたがいないと困るのよ。だから帰ってきてちょうだい。姑は気まずそうに言ってきた。あの姑がここまで言うとは、何かあったことは間違いないだろう。わかりました。では後ほど伺いますので。と言って切ろうとすると。あ、お願いだから急いでね。あなたにお客様が見えているから。じゃ、お願いよ。そう言って電話が切れた。は？お客様？あの家に？今まで私宛ての客があの家に来たことはなかった。そもそもあの家にいるとき、私がのんびり過ごす時間なんかなかったからだ。一体誰が訪ねてきたのだろう。私は身支度を整えて義実家に向かった。すると実家の玄関前に黒塗りの外車が止まっていた。うちの家族にこんな車に乗っている人はいない。ということはお客様のものだろう。でも私の知り合いにもこんな外車に乗っている人はいないのに。そう思いながら義実家に入っていくと、姑が急いで出迎えてくれた。ああ、ともかさん、やっと来たわね。ほら、こちらに来て。そう促され、リビングに行くと。ああ、ともかさん、先日はありがとうございました。そこにいたのは、先日、倒れて病院に運ばれた高齢女性の息子さんだった。え？どうしてこちらに？帰り際にお名前を教えていただいたじゃないですか。どうしてもお礼がしたくて調べましたよ。そしたらこちらにお住まいだと分かったので、それに帰り際の電話のやりとりも気になりまして。男性はそう言って姑と義兄を見た。そんな様子を見て姑は、ともかさん、何を話してらっしゃるの？それにどういうお知り合いなの？と聞いてきた。というのも、男性と私の会話はフランス語だった。だから姑や義兄は今の私たちのやりとりがわからなかったようだ。ここに来られた時は英語で週一が対応したんだけど、今のは英語じゃないわよね。私も英語なら多少はわかるんだけど。というので私は答えた。
はい、フランス語です。あなた、フランス語が話せたの？なんで？ただの食堂の娘がどうしてフランス語が話せるのよ。ああ、私小さい頃フランスにいましたので。は？なんで？初耳よ。父が昔、海外駐在していたので自然と身につきました。高校に上がるまでヨーロッパ各地に住んでいたものですから。は？あなたのお父さんって食堂の料理人でしょ？ええ。でも昔は父も商社の営業で海外駐在が長かったんです。食堂は日本に戻ってきてから開業しました。いろいろな国を回った結果、やっぱり日本食が一番だなということになって、それで誰でも気軽にほっとできる食堂を開くことになったんです。そう。実は父も商社に勤めていた過去がある。だから修二とも話が合い、食堂を訪れた時なんか、二人で仕事の話で盛り上がっていた時もあった。そんなこともあり、私は修二が海外出張に頻繁に行くことにも慣れているのだ。そうだったの？私の話を初めてまともに聞いた姑は驚いていたが、ふっと思いついたように。で、こちらの方とはどういう知り合いなの？昨日私が病院まで付き添った女性の息子さんです。あなたが助けた女性って、この方のお母様だったの？はい、そうですが、こちらの男性ってお母さんたちのお知り合いなんですか？私が姑たちに聞くと、口を開いたのは義兄だった。この方はな、ヨーロッパを代表するワイナリーの社長のジャンさんで、うちの大手取引先だ。彼の一言で世界中の大手ワイナリーとの契約ができると言っても過言ではない。俺も何度か契約で顔を合わせているが、こんな家まで来るなんて。私はそう言われ、男性を再び見た。確かにおしゃれなジャケットに高級腕時計。昨日はわからなかったが、セレブな雰囲気が醸し出されていた。私は社長と言われたジャンに、社長だったんですね。お仕事で来日されているっておっしゃっていましたもんね。何か縁でもあるのか、うちの会社とも取引があるようで、お世話になっております。あの後、お母様は大丈夫でしたか？そう聞くと、おかげさまで今は病院でゆっくりとくつろいでいます。それにしても偶然なのか、運命なのか、不思議な縁ですね。取引先のご家族にこうして助けられるとは。それにしても、ともかさんこそ大丈夫でしたか？昨日はかなりお電話でお叱りを受けていたようですが、今日もご自宅にいらっしゃらなかったようですし。ああ、気にしないでください。大したことありませんから。私とジャンがフランス語で話していると、ちょっとともかさん、何を話しているの？ああ、ちょうどいいわ。この際だからお母様を助けたってことでもっと大きな取引をしてもらえば？ねえ、周一。と、姑が卑しい考えを話し出し、義兄も。そうだな。ともかさん、ちょっと通訳して。と言い出した。だから私は、何言ってるんですか？そんな恩を売るようなことはできません。それに私はすでにこの家を追い出されました。関係ありません。仕事の話をするようであれば、周一さんがしてください。と言った。すると義兄は、それができないから言ってるんだよ。俺、英語はちょっとできるけど、フランス語は全然なんだよな。だからお前が話せよ。うちに嫁いできたんだから、こういう時ぐらい役に立て。と言ってきた。は？役に立てですって？そんな私たちの日本語でのやりとりを見ていたジャンが、レディーに対してひどい言いようだね。でも確かにそうだったね。君は私との契約の際にはいつも通訳をつけていたよね。もっとも私は英語で話していたけどね。と、流暢な日本語で話し出した。ジャンさん日本語話せるんですか？私が驚いて聞くとニコッと笑って。ちょっとね、日本との取引も多いので勉強したんです。それと、ともかさんに確認なのですが、もしかして母に付き添ってくれたのは母がフランス人だったからですか？と聞いてきた。だから私は正直に答えた。ええ、日本語がわかるかどうか心配だったので、
ご家族が来るまではフランス語が話せる私がいた方がいいかもと思いまして。そうですか。思った通りだ。やっぱりあなたは優しいですね。と言った。そして、にこやかだった笑顔から一転、今度は真剣な顔をして、姑や義兄の方に向き直り。それにしてもさっき追い出されたって聞こえたんですけど、もしかして、ともかさん、うちの母親を助けたせいで家を追い出されたのですか？しかも母を助けたことを利用して取引をしろだって？と言って、ぎろりと睨みを聞かせた。ともかさんにせめて何かお礼をしようと思ってきたんですが、取引先相手の本性を見ることになるとは、先代社長は立派な方だったのに、残念です。自分の家族すら大事にできない人たちの会社は信用できません。今後の取引は考えさせていただきたい。そう言われ、義兄は。そんな、ジャンさん考え直してください。うちはあなたの会社に手を引かれたらおしまいだ。もしジャンさんの会社との取引がなくなれば、他のワイナリーとの取引にも影響する。だからお願いだ。うちを切らないでくれ。と、膝をついてお願いをしたが、ジャンさんは、あなた方はそれほど我が社の信頼を裏切るような行為をしたのです。と冷静に言った。それを見て姑は、どういうこと？会社が危ない？嘘。せっかくここまで私の人生うまくいってたのに。あの会社があったからこそセレブ生活ができたのに。なくなったら私の人生終わりだわ。と、へなへなと座り込んだ。そんな様子を見てジャンが、でも、ともかさんが困るって言うなら考えますが。と言ったことで、二人揃って期待の眼差しを私に向けてきた。でも私はこう言った。私はもう関係ないです。追い出された身ですし、修二さんと結婚していますが、離婚するかもしれません。すると、姑と義兄はあからさまにがっくりとした。そういうことであれば、御社との取引は早急にやめさせていただく。と、ジャンが言い、すぐさまどこかに電話をかけ出した。そんなやりとりをしていると、玄関の方からドタバタと音がして、一人の男性が入ってきた。ともか、ただいま。修二さん。っていうか、この状況は何？あれ、ジャン？修二はジャンに気づいて、気さくに話しかけた。ああ、修二、久しぶり。どうしてジャンがうちに？実はこちらのともかさんに、うちの母親が助けられたんだよ。意識を取り戻した母も、ご迷惑をかけたなら何かお詫びをさせてほしいと言っていたからお邪魔したんだ。そしたらともかさんは母を助けたせいで家を追い出されたと言うじゃないか。君とも離婚させられるみたいだよ。と、ジャンが修二に説明をした。は？追い出された？離婚？何言ってるの？離婚なんかしないよ。ともか、離婚したいの？私はするつもりなんかないけど、お母さんが離婚させるって。そう言うと修二は、母さん、どういうこと？僕は離婚なんかしないよ。でもその子は嫁の分際で私に意見してくるのよ。しかもその子のせいでうちの会社との取引をやめるって言われるし。すかさずジャンがフォローに入ってくれた。誤解を招くような言い方は良くないですよ。むしろこんなに人情の厚いともかさんをきちんと家族として扱わない人が経営する会社だからこそ、信頼できずに取引をやめると言ったんです。ほら、修二。この子はまるで疫病神じゃないか。だってこの子のせいで会社が危ないんだよ。何言ってるんだよ。今の話を聞く限り母さんたちが原因だろ。でも、じゃん。会社は私たち家族だけじゃなく、社員だっている。社員の家族も守るのが会社としての役割なんだ。だから取引の件は一度考えてくれないか。修二がそう言ったことで、ジャンは再び考え、電話を一本入れた。その後、オッケー、取引の件は一旦保留にしよう。ただ、会社の内情が今のままでは、御社と取引をするつもりはない。わかった。それについては社内で検討する。それでいいかな。了解。じゃあまずは、ともかさんにせめてものお礼として、うちのワインを何本か持ってきたんだ。そう言うと、付き人の人がいつの間にか、
数本のワインを私に手渡してきた。ああ、それは最上級と言われる幻のワインじゃないか。金持ちでさえなかなかお目にかかれない代物だぞ。義兄が叫んだことで、私はその価値を初めて知った。ああ、本当に気にしないでください。私は当然のことをしただけなので。私がそう言って断ろうとすると、ジャンは、いえいえ、あなたには本当に感謝しているので、これは私どもからのささやかな気持ちです。受け取ってください。せっかく持ってきたのに受け取ってもらえないととても残念なのですが。と悲しそうに見つめてきた。そう言われると受け取るしかない。それでは私はこれで失礼しますね。今後ともかさんが幸せになることを私も母も願っていますので。そう言ってジャンは去っていった。その後私と修二は一度私の実家に一緒に帰った。私はもうあの家に帰る気はないと修二に話すと、じゃあ僕が家を出るよ。とすぐに決断してくれたのだった。サバサバとしているが、すぐに私を信じて選んでくれるあたり惚れ直してしまう。そして後日、取締役会が開かれ、義兄は社長を解任され、常務をしていた叔父に交代することになった。もともと義兄は父の後を継いだだけで、特に経営に力を発揮していたわけでもない。そのくせ、プライドだけが高く、社内でも評判が悪かった。一方、常務はもともと、義父の右腕として会社を切り盛りしていただけあって、取引先からの信頼も高く、義兄や姑に左右されるような人間ではなかった。ジャンも、それなら取引を続けると了承してくれたそうだ。そして、義兄はというと、ただの役員でいるのはプライドが許さず、会社を辞めた。社長経験があるため、すぐに他の仕事に就けると考えていたようだが、業界内で義兄の噂は良くなかった。しかも社長であったことをいいことに、夜のお店で遊びまくり、お金を使いまくっていた。そのため後日、多額のカード請求が来たのに無職になったため、今は借金地獄に陥っているよう。さらに転職できないことから、ようやく自分の能力がどれほどのものか気づいて落ち込んでいるらしい。いずれ創業家として持っている株も売り出すんじゃないかと思う。口うるさいだけの姑とあの豪邸に取り残されている現状のようだ。それから私と修二はしばらくは私の実家にいたものの、賃貸マンションで二人暮らしをスタートした。結婚してから初めての二人だけの生活は快適そのもの。私は幸せをかみしめた。そして修二はというと、今までの功績が周りに認められていることから、義兄が社長を解任された後も、何のわだかまりもなく仕事を続けられた。これが人徳というものだろう。そして義実家はどうなったのかというと、義兄は相変わらず転職ができていないようだ。姑は修二が家を出てから一度、修二に電話をしてきた。私にはもう修二しかいない。修一はダメだ。あの子はメンタルが弱い。だから、これからあの子にはもう期待できない。でもあんたは違う。世界を股にかけて仕事をしているんだから。だから私のところに戻ってきてくれないかい？私の子だろ？私の面倒を見ておくれよ。と言ってきたのだ。しかし修二は、その電話でこう答えた。母さん。確かに母さんは僕を育ててくれた大事な人だよ。でもこんなことになったのは誰のせい？自分の胸に聞いてみなよ。それに僕は僕の妻を大切にしてくれない人とは一緒に暮らせない。だからその家には二度と戻らないよ。さようなら。と。それから数ヶ月後、私は商店街で夕飯の買い物をしていた。野奥さん、今日はいい魚入ってるよ。どう？今日はトマトが安いよ。活気のある声はいつ聞いても気持ちいい。今夜のおかずは何にしよう。そんなことを考えながら買い物をしていると、ティッシュ配りをしている人が何人かいるのが目に入った。その中の一人、目深に帽子をかぶったサングラスの女性は、配り慣れていないようで、人の前にティッシュを出すものの、いらねえよ、と言われるとビクッとして、すぐに手を引っ込めていた。すると他のスタッフに、おばあさん、手を引っ込めないでよ。そんなんだから全然数が減らないじゃん。お給料欲しいならちゃんとやって。と怒鳴られ、
すいません。と言って頭を慌てて下げていた。その際に被っていた帽子とサングラスが落ちて顔があらわになった。なんと姑だった。あれだけ私に威張っていた姑がティッシュ配りをしているとは。残された長男が無職の借金まみれなので生活のためにパートでも始めたのだろう。人生どこでどう変わるかわからないもんだ。姑は下げていた頭を上げた拍子に私に気づいたのか、ぎょっとしてすぐに帽子とサングラスをかぶり直した。おそらく見られたくなかったのだろうが、見てしまったものは仕方がない。私は何も言わずその場を後にした。数年後、私たち夫婦の間には可愛い男の子が生まれた。そして今は家族3人でフランスで暮らしている。というのも、修二がジャンの知り合いの会社に営業として引き抜かれたからだ。そのため仕事の拠点はフランスになった。幼い頃に暮らしていたが、当時と同じ街並みで私としてはまるで故郷に帰ってきたような懐かしい気分。私は現在、そんな第二のふるさとの町の片隅で小さな食堂をやっている。提供しているのは日本食で、健康ブームのせいか、そこそこ人気が出てきて、常連さんも増えつつある。そんな常連の一組がジャンと、あの時病院まで付き添ったジャンの母親だ。ジャンの母親は、ここでも気軽に日本の味が楽しめて嬉しいわ。と言ってくれている。そして今度、私の食堂に日本から両親も旅行がてら遊びに来ることになっている。久々のフランスに母はワクワクしているそうだ。私はここフランスで夫と息子の3人家族で新たな人生を歩み始めていこうと思う。やっぱり中卒の嫁は恥ずかしいから破談で。そちらの学歴が原因なのだからキャンセル料も絶対に払いません。結婚式当日に彼の母の口から飛び出した信じられない言葉。そして彼から私へのひどい裏切り。破談で構いません。私に続いておじも。では、私とお宅も破談で。え？私は当の牧、27歳。今は会社員だ。3つ上の兄は大手企業に勤めていて、3年前から海外に赴任している。両親は私が高校1年の時に交通事故で他界した。それは私にとってあまりにも大きなショックと喪失感で、学校にも行けず、食事も取れず、心が壊れてしまった。兄や親戚、友達もみんな励ましてくれたが、両親、特にどんな時も心の支えだった母を失ったショックは簡単に癒えるはずもない。心も体も弱り、入退院を繰り返しているうちに、出席日数が足りず留年した私は、そのまま高校を中退してしまった。その後、兄と叔父夫婦の助けもあって病院に通い、時間をかけて回復していった。両親が亡くなった時、兄は大学1年生だった。私と同じくらいショックを受けただろうに、私のことを常に気にかけてくれ、また勉強も頑張って大手企業に就職した兄は私の誇りだ。いくら感謝しても足りないと思っている。そんな兄がいたから、私も少しずつできることからやろうと思えたのだ。掃除や洗濯、そして料理など、兄に助けてもらいながら少しずつ日常を取り戻していった。そして兄と同じくらい感謝しているのが叔父夫婦だ。経営者の叔父は母の弟で、私たちが小さい頃からとても可愛がってくれた。叔父としても実子を失ったわけだからショックは大きかったはずだが、私と兄を守ろうと身内の誰より親身になってくれた。そして私がようやく外に出て友達とも会えるようになり、普通の生活を送れるようになったのを見ると、叔父はバイトをしてみないかと言った。叔父の広告制作会社で雇ってくれるという。最初は簡単な事務や雑用を担当した。
それにより、社内の人たちとコミュニケーションを取る機会が増え、最初は緊張したものの、徐々に慣れていった。おじはまず人と関わることに慣れさせようと配置してくれたに違いなかった。コネで入社した私を最初はいぶかしがる人もいたが、とにかくおじの顔に泥を塗りたくないと真面目に必死に働くうち、周りの信頼も得られ、仲のいい同僚もできた。おじが学歴より人柄と実力を重視して採用していることもあり、もともとそんな色眼鏡で見る人も少なかったのだが、3年後には採用試験を受けて正社員となった。おじの会社には素敵なデザイナーさんがたくさんいる。昔から絵を描くのが好きだった私は、どんどんデザインの仕事に興味を持ち、現在はアシスタントをしながら日々勉強している。そんな私に恋人ができたのは2年前。お相手は会社の先輩と飲み会に参加した時に知り合った人だ。彼、佐々木信夫は、父親が経営する会社で働いていて、いずれは自分が後を継ぐ予定だという。両親は共に有名大学を卒業し、兄弟も親族も医師や弁護士だ、などと話しているのが聞こえていた。だから私は、まさか自分が彼からアプローチを受けるとは思ってもいなかった。そんな人の相手が自分でいいのかと尻込みしたが、彼は私の容姿がとても好みらしく、ぐいぐいアプローチをしてきた。そして推しに負ける形でデートを重ねるうちに私も彼に惹かれていった。学生時代に青春を味わえなかった私にとって初めての恋人と過ごすすべてが楽しくて眩しかった。長く家にいたリハビリ期間に料理も家事も得意になった私は惜しみなく彼に尽くした。そしてこの度プロポーズを受け結婚することになったのだ。彼は思い立ったら即行動する人で、彼の家にご挨拶に行く頃にはすでに式場も予約済み。衣装や料理にまで話は進んでいた。ねえ、ノブくん、私の服装おかしくないかな？そこまで緊張する必要はないよ。マキは可愛いし、父さんも母さんもすごくいい人だ。そう言ってもらえると安心するけど、それでもやっぱり緊張するわ。彼の家は閑静な住宅街に立つ大きな一軒家で、立派な門をくぐってお邪魔すると、広いダイニングに案内された。はじめまして、当のマキと申します。信夫さんと結婚を前提にお付き合いさせていただいてます。今日はお招き。ああ、君が信夫の相手か。可愛らしいお嬢さんじゃないか。で、大学はどちらかな？え？学歴だよ。出身大学はどこかね？挨拶もそこそこに、いきなりの質問で面食らったが、私は素直に答えた。ああ、はい。私は大学を出ていません。ここを中退しまして。え？彼と両親が声をハモらせた。おいおい、中卒ということか？大学どころか高校も出ていないなんて。そんな女との結婚は絶対に許さんぞ。信夫、お前どうしたんだ？結婚相手は偏差値60以上と前から言ってるだろ。いや、俺も中卒なんて今初めて聞いて。嘘だろ？あの飲み会に来るんだから、てっきり大卒だとばかり。高校の時に親を亡くして病気がちになった話をしたでしょ？その時に伝えたはずだけど。彼に小声で答えた後、私はご両親に向き直る。高校生の時に両親を事故で亡くし、ショックで心身を病んでしまいました。全快するまで時間がかかり、中退してしまったんです。それは、同情しますわ。でも、中卒なのは事実なのね。同情すると言いつつ、彼の母親は冷たい目で確認してくる。はい。でも、その後回復して今は健康ですし、正社員としてきちんと働いています。すかさず彼の父が言った。そんなことはどうでもいい。中卒の人間が家族になるなんて考えられん。高卒だってうちの一族にはいないぞ。私も同じ意見よ。のぶちゃん、結婚相手が同じレベルの人間というのはとても大事なことなの。まあ、二人とも落ち着いてよ。マキは料理も上手だし器用でさ、俺に尽くしてくれるんだ。
そんなのは当たり前のことだ。結婚は許さんぞ。そんな、お願いします。私は学歴はないですが、誇りを持って仕事をしています。それに、信夫さんのことを心から思っています。私の懇願を彼の母は鼻で笑った。結婚したかったらせめて大卒の肩書きを持ってきなさい。うちの家に入ることができるのは大卒の人間だけよ。そういうことだ。とにかく今日のところはこの辺で。彼女を送ってくるよ。父さんも母さんも後でちゃんと俺の話を聞いてくれ。取り付く島のない両親にそう言うと、彼は私を連れて外に出た。ごめんな、うちの親が。まあ、父さんは社長だし、うちの親族はみんな大卒だから、中卒なんて驚くのも無理ないっていうか、俺もちょっと驚いちゃったし。歩きながら彼が話し出す。ごめんなさい。ノブ君には話したつもりで。ご両親が亡くなった話を聞いたのは覚えてるんだけど。私どうしたらいいかな。日を改めてきちんとご両親に。大丈夫だよ。俺が帰ってしっかり話すから。だいたいもう式場だって予約して準備を進めてるんだ。それを聞いたら認めるしかないさ。彼が得意げにそう言ってくれたので私は少し安心した。私が結婚すると聞いて本当の親のように大喜びしていたおじ夫婦に今日のことは話せない。余計な心配をかけたくなかった。その夜、私は兄と久しぶりに電話をした。海外にいると言っても今は電話もメールも気軽にできる時代だ。それは大変だったな。マキ、大丈夫なのか？彼とはうまくいっていても、結婚となると家族は無視できないだろ？そんな家に嫁ぐのは心配だな。お前には絶対幸せになってほしいんだ。ありがとう、兄ちゃん。彼が説得してくれるって言うし、彼を信じてもう少し頑張ってみるわ。そうか。何かあったらまた連絡くれよ。兄と話して少し落ち着いた私に彼は数日後すぐにいい知らせをくれた。大丈夫。父さんも母さんも認めてくれたよ。第一、俺がマキと結婚したいって言ってるんだから。本当？よかった。ありがとう、ノブくん。改めてご挨拶に行った方がいいよね。いや、今はちょっと時間を置いた方がいいと思うんだ。結婚式の準備をしっかりして、みんなが感動するような式を挙げようぜ。うん。よかった。後日、兄にも報告した私は、改めておじ夫婦に結婚式の招待状を渡した。兄は仕事の都合でどうしても帰国できないと嘆き、私も残念だったが、おばが張り切って写真も動画も撮って送るからと言ってくれた。そして迎えた結婚式当日。無事にこの日を迎えられて本当に良かった。ドレスを着てヘアメイクも終わったところで控え室におばが入ってきた。わあ、とっても綺麗よ、まきちゃん。今日は本当におめでとう。ありがとう、おばさん。私がこの日を迎えられたのも、おじさんとおばさんのおかげです。やだ、やめて、まきちゃん。式の前から泣けてきちゃう。そういうおばの目は確かにうるうるしていて、私も目頭が熱くなってしまう。やだ、おばさんたら。私もせっかくプロの方にメイクしてもらったんだから、まだ泣かないようにしなきゃ。ところで、おじさんは？そろそろ来ると思うけど、大丈夫かしら。あの人、まきちゃんのドレス姿見たら、私より泣いちゃいそう。そう言っておばが笑ったとき、コンコンと大きくノックの音がした。あ、おじさんかな？しかし入ってきたのは、新郎となる信夫と彼の両親だった。あ、はじめまして、マキのおばです。本日はお日柄もよく。おー、マキ、ドレスいいじゃん。やっぱり外見は好みなんだよな。おばの挨拶を遮る彼の様子に違和感を覚え、私は少し戸惑った。ノブくん、どうしたの？着替えはこれから？いやー、それがさ、やっぱり俺とマキが結婚するのは無理なんだよな。え？彼の発した言葉の意味がわからず、私はきょとんとした。おばも隣で同じ表情をしている。
結婚は無理ってどういうこと？これから私たち式を挙げるのよ。そこに彼の母がずいっと前に出てきて得意げに言い放った。またお会いするとは思わなかったわ。ごめんなさいね。やっぱり中卒の嫁は恥ずかしいから破談で。この結婚はなかったことにしてもらいます。そちらの学歴が原因なのだから、キャンセル料も絶対に払いません。そんな、待ってください。どうして今更そんなこと言い出すんですか？学歴も知った上で結婚を認めてくださったはずじゃ。まさか。私は最初から納得してません。そうお伝えしてあったでしょ？大卒はもちろんのこと、偏差値60以上じゃないと認めないと言ったはずだ。義父と義母となるはずの二人は口々に言う。その内容も、中卒の私を見下す態度も、初めて挨拶したあの日と何も変わっていなかった。ショックを受けた私は動揺しながらも彼に聞いた。ノブ君、ご両親も認めてくれたって言ってたよね。もう何も問題ないから結婚式の準備を進めてくれって。私の必死な言葉をニヤニヤしながら聞く彼の態度に私はハッとする。まさか、嘘ついてたの？知ってたのね？ご両親は私との結婚を絶対認めないって。当たり前だろ？中卒ってちゃんと言わなかったお前が悪いんだぜ。でも式場は予約してあったし、どうせキャンセル料かかるなら夢を見させてやろうと思ってさ。ひどい。私はノブ君のこと信じてたのに。俺は次期社長で、一族もみんな有名大を出た人間ばかりなんだ。中卒の人間と結婚できるわけないって、ちょっと考えればわかるだろ？こともなげに言う彼に、私は自分の声が震えるのがわかった。そんな、だったら、ご両親が反対した時にそう言ってくれればよかったじゃない。すると彼は私に近づいてきて小声で耳打ちした。大丈夫。結婚は無理だけど、これからも相手してやるよ。マキは中卒だけど、顔と体はマジでタイプだからさ。俺だって別れたくないんだよ。私は耳を疑った。要するに、愛人になれってこと？私を気に入ってるのは本当だろう。でも結局、それは本当の愛情じゃなかった。自分に尽くす都合のいい女としてこれからも利用するつもりなんだ。私は涙がこぼれそうになるのを必死でこらえた。こんな奴のために流す涙なんてない。今の言葉で彼の親だけでなく、彼自身の本性も分かった。私は一つ深呼吸して顔を上げた。わかりました。破談で構いません。きっぱり言い切った私に彼は驚いた顔をする。まあ、やっと分かっていただけた？そのドレスで記念撮影でもしたら？中卒さん。どうせキャンセル料を払うのはあなたなんだから。高らかに笑う彼の母を私は臆することなく見据えた。どうしてそうなるんですか？私はこれから結婚式を挙げるつもりでした。キャンセルの原因は一方的に破談にしたそちらですよね。破談の原因はあなたでしょ？あなたの中卒っていう学歴が原因のキャンセルなのよ。だから絶対にこちらは払いません。破談と先ほどから穏やかでないな。そこへ突然どこからか声がした。おじさん？あなた。おばがほっとした声を出す。この非常識な一家のとんでもない言い草に心配そうにずっと私に寄り添ってくれていたのだ。可愛い姪の晴れ姿を見に来たら何やら式の前に騒がしいですね。私はこの子の叔父です。今日は父親代わりに出席予定でしたが。そう言いながら叔父はどうぞどうぞと名刺を配る。こんな状況でも名刺を渡すときは笑顔だ。入り口でずっと聞いていましたが、マキが中卒だから破談。この結婚はなしということですか？そうよ。お聞きになっていたなら話は早いわね。おじをも見下す勢いの彼の母の横で、名刺を見た彼の父が。ちょっと待て！と叫んだ。が、もう遅かった。それとほぼ同時におじが言った。では、私とも破談で、
今後一切、御社とは契約も仕事もしません。え？何のことだと彼はポカンとした表情。彼の母も同様だ。現在展開している広告はちょうど今月で終了だ。新たな契約はしないので、今後うちの手掛けた広告やデザインを使用することは認めない。彼の父だけが真っ青になって叫んだ。来月以降、うちのデザインしたものはすべて御社の販促に使用できませんのでよろしく。ほら、とっとと周知して回収なり代替なり対応しないと間に合わないのでは？忙しくなりますね。いや、そんな、お待ちください。契約中止なんて困ります。なぜそんな急に？なぜ？日本語が通じないのか、高学歴。うちの娘同然の名誉をここまで侮辱したんだ。覚悟はできてますね。そのですね、こちらのお嬢さんがあなたの姪御さんとは随分知らず。名誉は勤め先もお伝えしたはずだ。私との血縁に関係なく、大事な仕事相手の社員だと思わなかったのか？中卒と聞いて、それ以外の話は頭から抜けたか、高学歴。それとも中卒は大した仕事をしてない下っ端とでも思ったか？名誉をここまで侮辱する会社に協力するつもりはない。御社との業務提携はこれっきりだ。お待ちを！おい、お前たちも謝るんだ！どうしたんだよ、親父。マキのおっさんなんかに何ビビってんだ。そうよ。こんな中卒娘のおじにへりくだる必要なんてないわ。名刺を見ろ、バカ！この方は白鳥デザインの社長だぞ！彼が慌てて名刺に目を落とす。白鳥って大手広告会社の青方堂を独立して、今や日本で5本の指に入るクリエイターの白鳥湊？言いながら彼の顔から血の気が引いていく。そうだ！広告制作会社のトップだぞ！うちの業績が落ちていたところを白鳥に広告を頼むことができてどうにか回復したんだ！どうしてそんな立派な方の名が中卒なんておかしいじゃない？おかしいのはただ中卒というだけで名誉を否定したあなた方でしょう。この子は私に心配かけまいと話さなかったが、彼女の兄から電話で話は聞いていた。しかしその後、結婚を認めてもらえたと喜んでいたので安心していたのに、本当にどうしようもない方々ですね。今回の件は我が社はもちろん、業務提携している他の会社にも周知させてもらうよ。それでも御社と仕事を続けるところがあるかどうか見ものだな。青ざめる彼と彼の父。しかし彼の母は大して理解していないのか、まだ高飛車で強気な姿勢を崩さなかった。白鳥なんとかって言ったって、たかがデザイナーの一人でしょ？他にも有名な方はいるんだし、最大手の電鶴に頼んだっていいじゃない。奥様は高学歴のくせに、ことの重要さを理解していないようですね。私を敵に回した御社を、大手広告代理店が相手にするとでも？私は独立後も、青方堂とはいい関係を続けているし、他の大手とも懇意にしている。もちろん電鶴さんとも。ありがたいことに、皆さん、白鳥の名前を使いたがってくれますしね。お前は黙ってろ、クソ！おい、ノブ、なんとか言ったらどうなんだ？だって、元はといえば、父さんが偏差値60以上でなきゃ結婚させないって言うからだろ？もはや彼の家族は仲間割れの様相だ。いいから謝れ！そしてほら、結婚を認めよう！今から式を！謝ってももう遅い。あなた方の心ない言葉に、マキがどれだけ傷ついたと思ってるんだ。学歴はあっても、人の心がないのか！おじの一括に肩をすくめる彼一家。マキ、まだ彼と結婚したいか？おじは私に向かって優しい声で問いかけた。まさか、だって私、おじさんが来る前にちゃんと答えたのよ。破談で構いませんって。にっこり笑って答える私におじも微笑み返した。
そうだったな。その後、もちろん結婚式は行われることなく、私たちの結婚は破談となった。彼の家族は、おじと私に考え直してくださいと必死にすがったが、相手にされるわけがなかった。そして、式のキャンセル料は、新郎側がすべて負担することになった。彼の母は、新郎は結婚したいのに、新婦が破談にしたのだから新婦が払うべきだと、また最初とは別のめちゃくちゃなことを言い出したが、私の支度を担当してくれていた式場のスタッフがこう言った。安全と理不尽なクレーム対策のため、控え室にも防犯カメラを設置しております。一部始終を録画しておりますので、キャンセル料お支払いの話に必要でしたらお見せしますが、どうされますか？え？これには彼の母も絶句し、見栄とメンツが命の彼女は支払うことを了承したのだ。私を見下し、罵倒する自分の姿が映像に残されていると知り、罰が悪そうに唇を噛んでいた。そして宣言通り、おじは彼の父の会社との業務提携を打ち切った。白鳥デザインの手掛けた広告プロジェクトのすべてを失い、彼の父の会社の売り上げはガタガタと落ちている。白鳥の広告を失った経緯は広く知れ渡り、もう広告も取引も引き受ける会社はないのだとか。元彼信夫は、こんな倒産寸前の会社を継ぐものか、と切れているらしい。おじをはじめ、我が社のデザイナーたちは、相手の商品を一番輝かせるにはどうしたらいいか、どうしたら消費者にその魅力が伝わるか、いつも真剣に考えて作っている。そんなデザイナーさんの中には、高卒の人も、専門学校卒の人もいる。学歴だけ見たら、彼の家族に劣るということなのかもしれない。でも、人間力も、実際の仕事の実力もすごい人ばかりで、私は尊敬しているし、追いつきたいと必死に頑張っている。学歴が無駄なわけじゃないし、私もできれば高校を卒業したかったと思うことがある。でも少なくとも、私は自分の人生を恥ずかしいと思ったことはない。大好きな父と母を失ったことは、今でも悲しいけれど、兄と叔父夫婦がいる。今回の件では辛い思いもしたが、私たちの絆は深まり、本当の家族そのものだと感じている。私は色彩検定に合格し、また一つ仕事で任せてもらえる分野が増えた。こうして一歩ずつ階段を上がっていきたい。仕事の帰り道、空を見上げて思った。お父さん、お母さん、心配ばかりかけてごめんね。でも私は幸せだよ。これからも自分らしく元気にやっていくから。そしていつかありのままの自分を受け入れてくれる人と幸せな家庭を作るから。星が一つキラッと瞬いた。両親が頑張れと言ってくれているようだった。A wife is a stranger at first. You don't need a chair. Eat standing up. My mother-in-law's mean words are met with a pompous attitude. My husband doesn't help me even when I'm harassed. I decided to make the situation so bad. These people don't know this, but I have power. The power of naturalness is pure. I got married at the age of 26, and at my husband's request, I quit my job and became a full-time housewife. The start of a sweet newlywed life. No, there is no such thing. Because I live with my parents-in-law. Even though we have our own rooms, there is no privacy when living together. Whether I'm changing clothes in the room or doing anything else, my parents-in-law come in without knocking. This house is mine. There's nothing wrong with entering without permission, as Gifu says. After all, there are no locks on the rooms. It's my father-in-law's house, so I can't just lock it. Above all, it's very uncomfortable in a state of old age. My husband's parents' home, where he originally lived. He lives without worrying about anything. However, I am not like that and I live every day trying to survive. The reason we live together is because my husband doesn't earn much.
I didn't know much about my husband's income, who I started dating through an acquaintance. I thought he must have a decent income because he asked me to be a full-time housewife, so I was surprised to hear that he earns less than me. When I asked him if I should continue working, he shook his head and said no. He said something so anachronistic, that a wife should look after the home and wait for her husband to come home. We decided to live together. My father holds a position at a fairly well-known company. And we have a big house. Why don't we live together? It's not good at all. But I was too excited about getting married and didn't think it through. I want to sit down and lecture myself for nodding so easily. After our honeymoon, we headed to the house where we would be living. My mother-in-law greeted us as soon as we opened the front door. "Oh, welcome back. You must be tired. Take a bath." Splish. What was that last smack? My mother-in-law greeted us at the front door, and then she walked into the house with my husband, Toya, and closed the front door in front of me, who had not yet passed through the front door. I really felt like she rubbed the tip of her nose a little bit. What is this? Why is it closing? I tried to open the front door, but it wouldn't open. It was locked in an instant. Please open it, Mom. I kept knocking on the door for a while, and it finally opened. "Oh, you were there." My mother-in-law just said, "I forgot," and went inside the house. You're kidding, right? Maybe the gong was ringing at that moment. Then my parents-in-law started to act outrageous. A daughter-in-law is a stranger at first. If you're letting a stranger live in your house, you can be sure they'll do what they have to do. Yes, I was worried. My daughter-in-law was in high spirits at 4 a.m. After cleaning up around the house, I prepared breakfast. Ask everyone in the family what they want to eat for breakfast the day before. The wife should eat in the corner of the room after everyone in the family has finished eating. After that, she should do the laundry and clean the house. Then isn't this the old-fashioned fire government? If you treat a wife, that is, a stranger, as the fire government, then you should give me a paycheck. I can't say that. As a novice wife, I didn't want to make things awkward so soon after living together, so I did as my mother-in-law told me, even though I was shocked. First, I got up at 4 a.m. While the family was still sleeping, I vomited and cleaned the area around the house. This was also a lot of work. It was a big house, after all. The outside was also spacious, so this alone was quite a workout. What's more, I had to do it on an empty stomach. Then, after cleaning, I prepared breakfast. I opened the note of the requests from my parents-in-law and husband that I had heard last night. My father-in-law wanted Japanese food, my mother-in-law wanted farm food, my husband wanted bread. I wonder if it's because they're all different. Then, while the three of them were eating breakfast, I made lunchboxes for my husband and father-in-law, and when they left, it was finally time for my own breakfast. When I was about to sit down at the table in a sigh, my mother-in-law slammed the table with a bang for some reason. I was surprised and looked at my mother-in-law and there was a demon there. "Oh, Mom. What was that thing you had just now?" "Oh, it was the corn soup I had for breakfast." "Didn't you like it?" "It didn't taste good or anything." "Isn't that just instant? You just add hot water, right?" "Yes, but other than that, corn soup is made from corn, as the name suggests." "Mickey, you should use it. Such a hassle in the morning." "Well, it's a hassle. I'm happy that a commoner like you can do housework in a wealthy house like ours. You should be proud that you can make breakfast for me." "I don't know what you're talking about." My mother-in-law's anger continued. I'm tired. After listening to my mother-in-law's lecture for about an hour, I'll do the housework again. I have to go shopping to clean up,
and the three of us have a completely different menu for dinner. Shall we put up a sign at the entrance? She said she started bullying her daughter-in-law. I thought I'd talk to my husband about it, but I got stuck. But what's so tiring about my husband when he comes home? You're lucky. You don't have to work and you can just stay at home. I work hard to earn my living. He coldly told me to do my housework properly. I wish everyone had the same menu at least. Well, who cares? Why can't I eat what I want? You're a carefree housewife, so you should do that much. Oh, no. I didn't understand it before we got married, but my husband cares more about his parents-in-law than me. I gradually began to see things about this house. First of all, my mother-in-law doesn't do housework, or rather, she can't do it at all. She looked at me while I was making curry and said, "What is that curry roux?" with a sad look on her face. And the dirty color and my mother-in-law seem to have never even held a knife and don't know how to use a vacuum cleaner or a washing machine. It's nothing. It's just that the former fire government has been replaced by me. And my father-in-law is not satisfied unless he is number one in everything. I think I should be the first to prepare meals, but cooking is a process, and sometimes my father-in-law's cooking ends up being finished later. I get annoyed at my father-in-law who is sulking and not eating, but I don't want to waste ingredients, so I have to apologize and make him happy and eat. My favorite father-in-law is the most favorite. If I don't put it in right away when he gets home, it will be overdue again. But my father-in-law's home time is different, so I don't know when he will come home. I thought that we don't care about the gas stove because we are a wealthy family, but my mother-in-law got angry at me and said it was a waste, so it seems that it is true that the richer you are, the stingier you are. But I don't know what time my father-in-law will come home, and if I turn off the bath after he comes home, he will be angry at me. I will be scolded for being such a useless daughter-in-law. The first time I got a chill in Tokyo was when my father-in-law turned to me while taking a bath and said, "Hey, if you're a daughter-in-law, wash my back in the bath." I was shocked. My father-in-law, not hiding his irritation at my reaction, yelled at me, "You may be a wife, but you are my husband's father, so I am your husband's father and you have to obey me." No, that's impossible. I firmly refused, and for the next 3 days, the line was pulled out before I could take a bath, so I had to live with showers. Well, not only my husband but also my husband's husband took a bath. Moreover, the bath was cold because it was the last one for my wife. I'm sure it was meant as harassment from my skin's point of view, but knowing that I was happy with a shower, was getting tired after living like that for a month. One day, I finally reached my limit. What? Where's my seat? One day at dinner, for some reason, there was no chair for me. I tilted my head in confusion, and my mother-in-law said with a grin, "You don't need a chair." What? You're telling me that your wife doesn't need a chair? I told you that your wife is a stranger. There is no seat for someone else's wife. Stand up and eat. What? It's rude of you to eat your wife sitting at the same table as us. My father-in-law was grinning at my mother-in-law's ridiculous remark. My husband ate silently without paying any attention to it. At that moment, something snapped. Oh, maybe I don't have to endure it anymore. That night, I decided that it was enough. My friends used to say that I was a bit of a natural. I don't know what it is about me that I'm a natural, but I guess it's about doing what you want to do. I woke up at 4 a.m. again this morning and cleaned up in the dark. When I was finally halfway around the big house, people started passing by. They were going to work early, running early in the morning, or delivering newspapers, and everyone was a neighbor and I got to know them well. Meanwhile, a 60-year-old woman from the neighborhood who goes for an early morning walk passed by. "Good morning."
Thank you for cleaning today. Good morning. I'm not joking. I'm saying this seriously. I just can't pronounce good morning properly. It's hard to say it with food in your mouth. What's wrong? The wife was flustered by my state. It's hard to eat bread without something to drink. Did something happen to you eat bread while cleaning? I smiled and explained to the wife, who still looked worried. No, my mother-in-law told me to eat while standing. Your mother is that elegant-looking lady of this house. My mother-in-law, who acts all humble outside, is apparently known to the neighbors as an elegant lady. I nodded to the neighbor's question. That's right. My wife is a stranger, so she shouldn't sit at the same table. So I thought I'd eat while cleaning. Yes, I bowed to the neighbor, who was looking at me with disgust for some reason, and resumed cleaning. That's right. If I had done this, I would have been able to get more work done. If I had work while eating, my hunger would be quelled and I could eat 2 pieces per boat. That would give me more time to make breakfast for 3 people. Well, today, Dad is making grilled salmon and miso soup. Mom is making pizza toast and vegetable soup. And I think it's higashia. Osan, are you by any chance making breakfast for the 3 of you? I was working while muttering to myself when the wife, who seemed to be still there, started talking to me. Yes. Yes, but are the menus all different? I see. And that every morning, yes. That's right. I wonder what she's so surprised about. I answered the questions while shaking my shoulders. In the end, I left the neighbor with her mouth open. After the 3 of them finished breakfast and my husband and father-in-law went to work, my mother-in-law and I had some time alone. Hey, Kiyomi, it's this morning's soup. I took out the earplugs and put them in my ears. What are you doing? I thought I could barely hear even with the earplugs, but when I answered that I was using the earplugs, my mother-in-law opened her eyes wide. What? You're not listening to my kind words and just listening to them. Oh, sorry. You're in the way, so please move out of the way. I'm not going to clean up, so I'm going to be in the way. When you're on an earline, it's hard to tell where the other person is talking from. Look back, it feels good to swing the tip of the vacuum cleaner. My mother-in-law, who was standing behind me, faints in agony as it hits her leg cleanly. Please don't stand behind me in silence. Are you okay? Hey. Maybe it was because of the pain, but I don't know, because I'm on an earline. I should have done this sooner. Earlines are gods. Oh, there are some rice balls for lunch, so please eat them one after another. Huh? One after another? What's that? I can't hear my mother-in-law's voice well because I'm on an earline. I thought it would be okay to just nod, so I nodded casually and resumed cleaning. Listen to me for a second. Cleaning and earlines are the best combination. My mother-in-law is trying to calm me down, but I can't hear her. Okay, then I turned around to go to the 2nd floor, and my mother-in-law was standing there again. And the tip of the vacuum cleaner hit her leg perfectly. Phew. Yeah, I heard that just now. I heard it. What are you doing, Mom? Don't you have the ability to learn? I decided not to hold back, so I'll say whatever I want to say. I looked at my mother-in-law writhing in pain with a stunned look. Then my mother-in-law seemed to have no record of glaring at me as she cried.
It was good that she was quiet. I finished the housework while thinking, don't tell me you're wearing earlines. After finishing the shopping and preparing dinner, my father-in-law came home. It's a tradition, so he comes home early these days. I smiled, thinking that my prediction was correct today, holding the bathtub that was just prepared. Hey, Kiyomi-san, the bathtub. Yes, it's ready, Dad. I replied eagerly, and my father-in-law widened his eyes in a bit of surprise before returning to the geology. He then returned immediately after preparing the bathtub. I thought she would say the same thing every night before taking a bath, and sure enough, she asked me to wash her back. I've been refusing all this time, but she doesn't give up. I replied that I understood what my father-in-law said. He probably didn't think I would nod. My father-in-law looked shocked. He asked me if I was going to wash it. It was you who told me to wash it, wasn't it? Well, I guess that's true. I guess she was just trying to harass me by giving it as a gift. You shouldn't refuse, because I'll know what you mean. That little pleasure will end today. I grinned and showed my father-in-law the goods I bought today. I'll wash your back with this. What? What is that? What? It's a scrub. A turtle scrub. My father-in-law dragged his face. What are you talking about? That hurts. Because your back is so dirty that you tell me to wash it every night. He made his daughter-in-law do something that a normal adult could do by herself. I thought it must be something. I'll give you a good scrub of your back with this. Good. No need to rinse it. Well, yeah, don't be shy. I told you not to be shy. Say no more, look, I'll scrub it like this. Saying that, I scrubbed my father-in-law's arm with the scrub brush. Listen. My father-in-law screamed and ran away. What? I had prepared it so well. I can't help it. I'll give it to my mother-in-law later. Satisfied with my own thought that it was a good or bad thing, I returned to the kitchen to continue making dinner. That night, my mother-in-law's scream echoed. This continued for a few days, and one day my husband, who was away on a business trip, came back home without me. Oh, welcome back. Wasn't he supposed to be back tomorrow? He got a call from his parents and came back earlier than planned. What are you doing? What? I'm just answering the parents' requests. I'm eating. I'm trying my best to clean up. I thought I'd wash his back, and I'm still waking up early. No, that's not it. I don't know what you're trying to say, but whatever. Because my husband didn't help me. Hey, are you listening to me? I'm not listening. You're listening. You're responding. I see. I thought to myself, and looked at my husband. You're not on my side, and you don't listen to me. That's why I've stopped listening to you. From now on I'll just give you a nod. Seeing my husband surprised. I headed to the kitchen to make dinner. I glanced at the living room and saw my parents-in-law with pale faces. Why are they looking like that? Did I do something? I'm trying my best to fulfill my duties as a wife. Hey, Kiyomi. I gave a proper response to my husband's call. Listen to me. Okay. What do you really think of me? Yes, I'm your husband. Yes. Oh, you. It's time for a divorce. I'm divorcing you. The moment I heard those words, I couldn't help but say, oh. Oh, what a good thing to say.
I couldn't help but grin at the words that finally came out, and I looked at my husband with a grin. I was shocked by what I saw. I went back to my room and brought the documents I had been hiding and handed them to my husband. I'm glad. You've come to the same conclusion. Yes. I've written mine, so please write yours. What is this? Divorce papers? I actually had them prepared. I had expected it to happen when I decided to do as I pleased, or rather, I was hoping for it. And to my delight, it was my husband who brought it up. I'm glad you brought it up. I was frustrated that I would run away if I brought it up first. Yes, please sign it quickly. I'll even get my mom and dad to be witnesses. Oh, no, I just blurted out the word divorce on impulse. What are you even saying? If you're a man, you should take responsibility for what you say. Or should I scrub your back with a scrubbing brush too? Me. After that, my parents-in-law, who heard my husband's screams, ran to persuade him with pale faces. With their persuasion, I was able to get a divorce. By the way, I also received alimony. After all, my parents, who wanted me to leave as soon as possible, readily accepted the terms they offered. Thus, I regained my peaceful days, got a job, and resumed my easygoing life alone. Then one day, I got a call from my ex-husband. When I answered the phone to ask what was going on, he said that rumors had spread in the neighborhood and that he couldn't live there anymore because his house was too cramped. However, it seems that many people had seen me eating bread while cleaning, and the word had spread that my mother-in-law had told me to eat standing up and that she was a stranger to me. I'm sure it was the neighbor's wife who heard my tweet. Because of you, people are saying that you're the worst family. Isn't that true? That's right. No, that's not true. Anyway, do something about it. Go around explaining that it was a lie. No, I have money, and if I move, I won't have any money left. My ex-husband shouted that, but he said that the company in Gifu decided to hire a lot of caregivers because of the unfortunate situation. My elderly father was in line for the strike. Even if he stayed at the company, he would be sitting on a bed of needles, and my father-in-law chose to retire. He'll have a retirement pension, right? It's so unfortunate that it scares me. Your salary was also strict at my place and I was just mentioned. Bad things happen. What a stranger. Don't say that, just help me. You have a job, right? Help me. I have no interest in helping people who didn't help me. That's all I said and hung up the phone. I didn't hesitate to block the call. I don't know what happened to my ex-husband and ex-parents-in-law after that. However, a while later, I happened to have some business and passed by their house, and it was empty, so I guess that's what happened. I can't help but laugh when I think about how he must be eating his meals standing up in an apartment right now, unable to afford a table.